ミド、繰り返し言ってきたことだけれどね。あなたは何も考えなくていい。私に使われていればいい。心を止めて。止められないなら、私を憎めばいい。自分を憎むのはやめて。俺の答えも繰り返し言ってきた。お前は道具だ。使われるものに過ぎない。使われるだけの道具は罪など背負えない。使う人間が罪を背負う。憎悪に値するのは俺のみだ。分際を知れ。おっと。流れが見えたか。アガホーの負けであろう。そうさな。佐々木めがまたしても得意の寝返りを打ちおった。どうにもならぬ。秋間様も支えきれぬようだ。あの方の赤心忠義も佐々木の裏切り根性にはかなわぬか。さようなことはない。現に敗れている。
一時のことだ。ウテラが報ずる吉野の主情こそ正当の帝。今京におわすは尊き血筋ではあれど先帝に過ぎぬ。最後には正しき者が勝つ。世はそうできている。信じられぬか？信じられぬ。信じねばならぬ。あれが信ずるは天上天下に音のみよ。音に教えられた家事の技を信じている。音がこれから見つけ出す剣の極みも信じようぞ。そうして音の後を継ぐ。それだけがあれの天命と思うている。そうか。帰ろう、音。戦は終わりだ。終わり？カカ様、戦終わったの？もうやらない？まだだ。まだ続く。いつまで？わからぬ。戦はいつからしてるの？ナレの生まれる前からずっとだ。あての生まれる前？そうだ。カカ様は？カカ様の生まれた頃は戦なかった？あった。ジジ様は？ジジ様の生まれた頃は戦なかった？あったよ。音、秋間様がお越しだ。おお。無事で何よりだ。見ていたか。佐々木も大したやつよ。裏切る時と場所を決して間違えん。吉野山の方々は異界くらい気前よくくれてやるべきだった。奴の訴えを聞き流していたばかりにこのざまだ。よく徳づくの輩などいるまい。どうせ願える男なら最初から敵に回しておいた方がマシだ。あれはあれで筋は通しているがな。領地を求め官位を求め、北から南、南から北へと忙しく立ち回るのも一族を守るためだ。本末転倒であろう。小ならば大義を守護するために一族の力を用いるべき。一族を守るために大義を捨てて何の武人か。秋間様はたとえ一族老頭ことごとく死に絶える始末となろうが、北朝が絶えくら替えなどなさるまい。当然だ。この伊勢の国は神宮の膝元。民が帝を崇め逆賊を憎む気持ちはどの国よりも強い。断じて義弟に頭は下げられぬ。勝たねばならぬ。そのためにはだ。村正、主の力がいる。口にはされぬが
帝は待ちかねておられるようだ。楠木殿もな。清舟桑名、千子村の梶与沢は、五郎正宗の再来ならん。その風評が帝のお耳に届き、剣鍛造の直が下って、早3年。まだできぬか。まだだ。主の剣を楠木殿が身にまとい、南朝全軍を率いて押し出せば、北朝など一夜のうちに滅び去ろう。大和の民の待ち望む平穏が、ようやく訪れるであろう。うてもそうあらねばならぬと思うておる。だからこそ軽々しく鍛造に踏み切れん。やり直しは効かんからの。まだ工夫がつかぬか。というよりも方向よな。方向？秋間様は思考の剣とはいかなるものだと思われる。力が強く、鋼鉄は硬く、翼は鋭く速く。できると思いか。いや、どれほど力量ある鍛冶師でも万能の剣は打てぬ。何かを選び、何かを捨てねばならぬ。その選択が定まらぬのか。何が最善、何が至高か。至高の剣とはな、秋間様。役目を遂げる剣に他ならぬ。いかなる者の助けとなり、いかなる者を打ち滅ぼすのか。まずそれを見定めねば何も始まらぬ。味方は南朝、敵は北朝であろう。より深く、より細かくだ。役目が明確であればあるほど剣の性能を特化できる。なるほどの。働きを定めるにはまず目的を定める必要がある。要はそういうことだ。それで戦場巡りか。結論は出せそうか。まだかかるな。まだ倒すべき敵の姿が見えぬ。佐々木ごときでは不足だしの。そうか。わかった。主の存念はそれとなく楠木殿にお伝えしておく。帝のお耳にも入ろう。お二方とも納得されるはずだ。すまぬ。何？主とわしの仲だ。水臭い言葉などいらぬ。主は心ゆくまで工夫を続けろ。その間はわしが賊軍どもから吉野を守り通してみせる。頼む。どうした音？大層機嫌が悪いようだが。カカ？京の都が奪われたそうです。何？先月楠木様が攻め落とし、帝は8年ぶりの帰郷を果たされたばかりではないか。洛中守護を拝命せし赤松の軍勢は何をしていたのだ。その赤松が寝返ったのです。北朝に売り寄ったのよ。都と帝をな。帝が北朝の手に？では南朝はこれから。吉野の巫女が即位されると秋間様は言うておられた。都のお話？トト様は？トト様、都でしょ？あやつが五番火事の橋に加えられる栄に良くしながら
帝を捨てて逃げると思うか。カカ様。ねえ、トト様は？ババ様、トト様は？ジジ様。この村も久方ぶりだ。秋間様、ようこそいらっしゃいました。おお、見違えたわ。エミシはまったく瞬きの間に大きくなるな。どちらが村正の娘でどちらが孫だったか、うっかりしていると間違えそうじゃ。それは言い過ぎだ。こやつはまだまだ子供。家事の技もようやく基礎ができてきたかどうかというところだ。でも、背はカカ様より少し高い。長いこと各地を転戦していたそうだな。甲斐あって赤松目の裏切りからの体制をようやく半分ばかりは挽回できた。旅衆の身で世を去らねばならなかった先帝のご無念、いささかは晴らせたかのう。主の婿殿の無念もな。してそちらの御仁は？おう、この方は鞍馬山の学僧での。恨むと申します。どうか吉名に。非常に深い学識をお持ちでな。長らく南朝の影の相談役のようなことをしてくださっていた。わしも幾度となく世話になったものよ。先日も相談事を持ちかけたのだが、その折にふと主のことを話してみたところ、至高の剣を求めておいでと伺いました。それはとても興味深い命題です。ぜひ私に協力させてください。とこう言われる。協力？火事の心得でもおありか？いいえ、火事の技は知りません。しかし私、とても広い世界を巡ってきました。いろいろな学問を知っています。剣もたくさん見てきました。どうだ、その分ではまだ剣の工夫がついておらんのだろう。物の試しにウラム殿の知恵を拝借してみても損はあるまい。まあ、そう言われるならあえて断る理由もないが、見ての通り貧しい村。今日の暮らしに慣れた方にはさぞ不自由が多かろうと存ずるが、それでもよろしいか？構いません。ありがとうございます、村正殿。どうかよろしく。村正殿は計算が得意ですか？いいなこと。計算が増えてで剣鍛冶など務まろうか。ではお答えください。62万5592に7万8421を加え15万6059を引き、それから3倍するといくつになります？待たれ、今算木を。算木を使っても
答えを出すのには時間が少しかかるでしょう。少しな。これを使ってみてください。これは何かの記号に見えるな。天軸の数字です。数字？これが。はい。これが1、これが2、これが3となります。ではこの丸い記号は10か？いいえ、違います。それは0です。ゼロ？ないということを示します。空白を表す数字が0です。ないものをどうして数字で表さねばならない？どうした？いや、どうしたではないオト。これはとてつもない発見だぞ。何？ウラム殿、この数字で10を表すと、もしやこうなるのか？はい。1と0を並べます。縦ではなく横に並べるのが正しいやり方ですが。オト、見ろ。この数字を使ってさっきの計算をすると、164万3862。瞬く間だ。どうですか？天軸の数字を使うと計算がしやすくなるでしょう。10、100、1000といった数字をなくし、1から9、これに0を加えた10個の数字であらゆる数を表す。ただこれだけの工夫で計算の手間がかくも減るのか？実はこの数字と計算法はもっと古くからヤマトに伝わっていたのです。少し形は変えてはいましたが、けれどほとんどの人は価値を理解できませんでした。理解できた人は独占して隠してしまいました。だから広まっていないのです。せっかく海を越えて伝わったのに埋もれてしまった知識、他にもたくさんあります。もちろん全く未知の知識も。ウラム殿はそれをご存知なのか？はい。教えてくれ。いや、お願いする。教えていただきたい。どうか。頭を下げないでください。教えます。私はそのために来たのです。村正殿に私の知識をすべて差し上げるために。村正殿、あなたが思考の剣を求めるなら、3つの力について知らなくてはなりません。3つの力？この宇宙の根源的な力です。私はこれを時期、新期、早期と呼びます。時期というのは磁石の？はい。磁石が引き合い、反発し合う力のことです。あと2つはわかりますか？いや。新規とはあらゆる物体に備わるものです。他の物体を引き寄せる力です。今、私は石を拾いました。手を離すと
この通り、石は地面に落ちます。これが新規です。つまり、物が落ちるのは大地の神気が引き寄せているからだと。そうです。あなたはいつも理解がお早い。では早期とは？基礎を結び合わせ、物体を作り上げている力のことです。基礎？物体をひたすら細かく砕いていったとき、最後に残るもの、もうこれ以上は砕けないものを基礎と呼びます。万物の素材です。これを足したように組み合わせて、草花や鉱物や昆虫や私たちを生み出す力が早期です。それは神仏の見業のことか？そう言っても構いません。早期、それに時期、神期。無理に理解しようとしないでください。焦ること、急ぐことは頭脳の働きを妨げます。学問に近道はありません。ゆっくり学んでいきましょう。前からお尋ねしたかったのだが。はい。ウラム殿は何故剣に興味を持たれる？不思議ですか？神羅万象を極めたお方がどうして武具などにこだわられるのか、今一つ特進がゆか。褒めてくださること光栄です。けれど私はまだ何も知りません。まさか。いいえ、本当に何も知らないのです。私が本当に知りたいことはまだはるか遠くにあります。ウラム殿の知識をもってしてもはるか遠い。海に落とした一粒の砂金を探している心地です。想像もつかぬ。アガペ、どこにあるかわかりません。どんな形をしているのかも。しかし私は信じているのです。剣は人間に与えられし翼。天へ至るただ一つの方法。ならこれを極めた先に求めるものはあると。村正殿、あなたに巡り合ったのは天命でした。私はあなたに会うためにこの東の果ての国までやってきたのです。どうか私を導いてください。黄金の夜明けへ。もういかぬ。敵兵の数は100や200ではない。このままでは皆殺しぞ。カカ様、怪我。構うでない。流れ矢がかすめただけだ。母より自分の心配をせよ。焼けて崩れた家の下敷きにでもなろうものなら助からぬぞ。とにかく今は引こう。裏里まで逃れれば奴らも追ってこられぬ。おっと、
ぜだ。北朝の軍がここまで攻め入ってくるなどありえんことだ。こんなはずでは。長島を越えない限り北朝はここまで来らないですか。ウラム殿。では長島は落ちたのでしょう。バカな。今長島を預かるのは他ならず秋間様ぞ。あの方ならたとえ万の大軍を敵としても数日は持ちこたえるはず。戦えばそうでしょうけれど戦わなければどうですか。何。秋間殿が北朝の軍勢を素通しにしたなら。たわけたことを申すな。確かに当世武人といえばどいつもだるまよ。あっちへ転がりこっちへ転がり風向き次第で騎士を変えよる。だが秋間様は違う。あの方だけは。村正殿。今は考えまい。今は逃げねばならぬ。忘れたか。音は大和一の剣を撃てと先の帝より直を賜った身。ここで命を危うくしてはならぬ。知事様。生き残りはこればかりか。カカ様、ババ様がいない。いないの。いないのならおらぬのであろうよ。そんな。泣くのならどこかに隠れて一人で泣け。ここではやめよ。音の前では。知事様。なぜだ。なぜあの方が。秋間様が裏切りなど間違いではないのか。長島から逃れてきた者がそう言うのだ。事実であろうよ。おお、なんたるなんたる。ウラム殿。はい。では見誤ったのであろうか。あの方。秋間殿はとても良い方でした。吉野には私を怪しげなまじない師だと言って意味嫌う人も多かったのですが、秋間殿はいつも私をかばってくれました。ならなぜ。良い人に不義を強いる、そういう時代があります。今がそうです。今は悪しき世なのです。音、今戻った。吉野の方々には時間をかけねば良いものはできんの一点張りで通しておいた。しかし皆かなり立腹していたぞ。無理はない。剣作りの直命を受けてよりすでに14年が経つ。さすがに我慢の限度であろう。村正は肉を捨てることに臆しておるのかとまで言われた。身を鉄に変え剣となるは蝦夷として生を受けし者の本望。
これを厭うなどありえぬことと説き伏せてはきたが、音、なぜ鍛造せぬ、まだ工夫がつかぬというのか。しかしもはやウラム殿も。はい。私の知る限りの知識、村正殿にお授けしました。こう申されている。この上何を求めようというのだ。見えんのか。至高の剣の姿が以前見えぬ。いや、前よりもわからぬようになってしまった。なぜ。何のための剣か、何を信じて撃てばよいのかわからぬ。正しき帝のため逆賊を撃つ剣を御大将楠木様に捧げる。それではいかぬのか。その楠木様が願えたらいかがする。何をバカな。楠木は六代にわたって南朝へ忠義を尽くしてきたお家ではないか。天地が逆さに帰ろうと帝を裏切るなど。撃てもそう思うておる。ならば。しかし同じほど信じていた秋間様が今は北の義弟に頭を垂れておる。わからぬ。撃てにはもうわからぬ。襲撃だと。バカな。この裏里のありかは吉野にも教えておらん。秋間様も知らぬ。どこからも漏れていないはずだ。なのにどうして敵が。なぜ。あれを見。中東の恩師。わかるであろう、音。あれらの目には見えてしまうわ。あの剣がいかなるものか、いかなる由来を持つか。信じぬ。信じたくはない。嘘。妻よ、なれまでもが裏切ったのか。敵の手に落ち屈辱して生き延び、天津さえ我が身を剣に鍛えて捧げたのか。なったるよか。この世にはもはや何一つ信じるに値するものがない。忠義、血族の絆さえ。はおっと。ダメです。ウラム殿。命捨ててはいけません。あなたにはすること あります。いかず手当てを。大丈夫。私この程度の傷では死にません。そういう体なのです。おっと、ウラム殿。父様。撃てはいい。ウラム殿の怪我を。村正殿、あなたを二人を連れて逃げてください。ここは私が何とかします。何を言われる。武者に勝つことはできませんが、
時間を稼ぐくらいならなんとかなります。さあ早く早く。できん。撃ては卑怯者になりとうない。村正殿。何？これは武者の矢。どこから？あれだ。あの剣は。ああ。秋間様だ。な。ババ様。新金の軸を一矢で射抜くか。性根は腐り果てても腕は昔のままのようだな、秋間様。ああ。あなたはこの武者のご詰めとして来たのではないのか。そうだ。寝返りか。情勢がまた変わったのでな。佐々木が丹波の国衆を連れて吉野に転んだ。今後機内では南朝が盛り返す。こやつの首を手土産に南朝へ帰参を願うことにした。味抜か秋間。誰の忠義はそんなにも安いのか。そこまでくだらぬ男だったのか。忠義か。あの時まではわしも己を中心だと信じておった。つたなく敗れしすことはあろうとも、敵に屈して生きながらえはすまいとな。だがあの時北朝の大軍が長島に迫り囲まれたが際に、一門全滅は避けられぬと悟った刹那、ふっと霜が溶けるように忠義なる者の値打ちがわからなくなってしもうた。我が身と一族をそのために投げ打って本当に良いのかと。すまぬな。わしの忠義とはその程度。まがいものでしかなかったようだ。裏切り者め、裏切り者め、裏切り者めが。わしのことはよい。だが村正、妻君のことは憎んでやるな。仕方がなかったのだ。何がないという。敵の手中に落ちたなら自害して果てろとまではあえて言うまい。だが一本の摂議は通して当然。剣を鍛えて献上する者がおろうか。こやつなどもはや妻でもなければ一族とも思わぬわ。村正、主の妻はな、北朝に囚われた後、別の蝦夷と目合わされ、子を産まされたのだ。そしてその子を盾に取られた。この命が欲しくば剣を撃てとな。目の前の子か遠くの家族か。悩んだ末、主の妻は我が身を鉄としたのだ。恨むまいぞ。
村正殿。ウラム殿か。傷に触る。もう休まれよ。私は平気です。村正殿こそ、お体を大事に。お酒の飲みすぎ、体の毒です。北朝が憎いですか？憎い。なんという卑劣な。けどめ、賊どもめ。許せぬ。けれど、南朝も同じです。何よ。同じくらい汚いこと、たくさんしてます。いや、もっと卑怯なことも。バカな。本当です。私、南朝の影の働きに関わること多かったので、よく知っています。貧乏の犠牲になった人、とても多いです。そのほとんどは、何の罪もない無力な民たちでした。まさか、ありえぬ。クスノキ様たちがそのような真似をなさるはずが。吉野の方々、悪い人ではありません。みんな、立派な方たちです。けれど、前にも言いました。今は時代が悪いのです。良き人々が悪しきことをするようなのです。では、ウテはどうすればいいのだ。誰が味方なのかわからぬ。誰が敵なのかもわからぬ。何が正しいのかわからぬ。何が誤りなのかもわからず。何を信じればいいのかわからぬ。村正殿、ウテは何のために剣を撃つのだ。悪しき世を正すため、そうではないですか？その道筋がわからんのだ。南朝の大義さえ信じられぬとあっては。村正殿、今からする話をよく聞いてください。あなたにお教えしなくてはならないこと、実はあと一つ残っていました。それをこれからお話しします。私の本当の名前はニコラ・フラメル言います。ニコ、呼びにくいでしょ？恨むで構いません。私の生まれた国とこの山とは言葉が全く違うのです。遠く離れていますから。ウラム殿は天竺のお人だったのか。いや、天竺のさらにずっと向こうです。西方浄土より参られたと。そうですね。西の果ての国です。けれど浄土ではありません。私の生まれた国、戦争ばかりでした。今のヤマトと同じです。だから私は平和な楽園を求めて旅に出ました。でもそんな国どこにもありませんでした。どの国も短い平和と長い争いを繰り返していました。私は平和な世界を探してさまようより
世界を平和にする方法を求めるべきだと考えるようになりました。そうしてあなたに出会ったのです。ウテは一介の鍛冶師。しかも今は道を見失っている。ウラム殿の力にはなれん。いや、そんなあなたじゃなくてはいけません。剣こそ神の子。奇跡のかけらを宿す性別のものです。最も高き剣の生還が人の現在を注ぐ。神は万民を許し、地を楽園にするでしょう。そう、正しき心を持つ鍛冶師が真理を求めて杖を振るとき、苦しみの時代は終わりを告げるに違いないのです。すまぬが、わからん。ウテには真理など。それをお教えします。村正殿、どうか聞いてください。そして私の夢を叶えてください。遠い昔、グラキアにエンペドクラスという賢者がいました。宇宙の断りを説いた人物です。人間の歴史上、真の英知の持ち主と呼べるのは彼一人しかいません。宇宙。それは以前にお伺いしたあの話のことであるか。この世には磁気、神気、早期の3つの力があるという。それはエンペドクレスの考えを私なりに進めてみたものです。物理には近づいているはずですが、真理からは離れてしまいました。彼はこう言いました。世界は4種の元素と2種の力で構成されている。地、陽、海、空の4つが愛の力で結びつき、また争いの力で分かれることによって世の万象が現れる。そう説いたのです。例えば人間は4種類の元素がほぼ均等に愛で結ばれることから生まれます。そして愛よりも強い争いの力、怪我や病気に襲われると死にます。この理論で世のあらゆる物事が説明できます。ならばウラム殿、正義とはいかなるものか。また邪悪とは。正義と邪悪、善と悪ですか？ぜひとも教えていただきたい。ありません。何？そんなものは存在しないのです。ないはずはなかろう。そうですね。実質は何もありませんが、単なるものの見方としてならあるとも言えます。見方？村正殿、今私はここに一つの世界を作りました。フラスコに塩と水を入れてかき混ぜ、蓋をしました。この閉じた世界には
塩水と空気しかありません。これを下から火でなすると争いの力が働きます。結ばれていた塩と水が分かれ、水は水蒸気となって空気と混ざり、塩は結晶に戻ります。さて、善と悪はどこにあったでしょうか。我々の世界に置き換えて考えてみてください。塩と水を引き離した争いの力、火が悪なのであるのか。そうですね。人のつながり、絆は尊いものです。これを引き離すのは罪悪だと言えるでしょう。塩と水を塩水にしていた愛が正義で、引き離した火が邪悪か。しかし村正殿、よく見てください。塩と水は分かれましたが、新たに水と空気が混ざり合い、もやが生まれています。水と空気の間に愛が働いたのです。ということは、火は善でもあったのです。今度はこの世界を冷やしてみましょうか。もやを冷やすと、水は水滴となって落ちます。水滴は塩を溶かし、再び塩水になります。塩水を生んだのですから、冷やしたのは善の行いですね。しかし、もやを分解してしまったんで、悪でもあります。村正殿、わかりましたが、善と悪は裏表でしかないと。そうです。ある行いを特定の視点から見たときに善と呼び、逆方向から見たときは悪と呼ぶ。それだけのことに過ぎないのです。しかし人々はこの善悪をさも重大なものであるかのように扱っています。無意識に、あるいは意識的に。なぜ？自分の利益になる愛を肯定し、自分の損失になる争いを否定するためです。この独善こそ、人の心を縛る悪魔の呪い。村正殿、もうお分かりでしょう？どうして平和は長く続かないのか？どうして戦争は繰り返されるのか？それは水は水だけの愛を、空気は空気だけの愛を、塩は塩だけの愛を求めるからです。村正殿。ならば世界を正すには独善を滅ぼすのです。アンペル・グレースの見つけた真理を人々に知らしめてください。彼らを呪いから解き放つのです。
自分だけの愛にとらわれて争い合う呪いから、そんな奇跡を成し得るものは剣しかありません。あなたが神の剣を作るのです。できようか。この村正にそこまでの大業が。できます。あなたには技があります。知識は私が教えました。そして力はここに。これは水素。いや違う。わからん。バカな。エミシの知らぬ鉱物など。知らないのは当然です。これはおそらく地上に一つきりしかないもの、ラピサギ、神の血肉です。神。いや、わかる。確かにこれは途方もなきものだ。はい。この石は人を不死にするほどの力を持っています。このように。ウラム殿、その体は。この石と同じ。ええ。この石を手に入れたから私は年を取らず、そして体は次第にこのように変わっていきました。全身が変わる前にあなたに会えて全てを伝えることができてよかった。私は神より授かった使命を果たせたようです。ウラム殿、長く、あまりにも長く生きました。ようやく眠れます。いかん。これか、この石を。いけません。それはあなたが使うのです。思考の剣を作るために。しかし、お願いします。あなたにすべて託します。人を独善から解き放つのです。一人の愛ではなく全員の愛を。争いも起こさず万物を分け隔てなく結びつける不変の愛を求める道へ誘うのです。神の愛をこの世界にどうか。ウラム殿、聞け、我が娘よ、我が孫よ。これより村正火事の道を告げる。剣とは武の器、戦のためのもの。ゆえにまず戦を見る。戦とはいかなるものなのか。善の働きにあらず、正義の現れにあらず、戦とは我の望みを求めて彼の望みを壊す行い。武とはその暴力、独善なり。これこそが悪。
では我ら村正は戦を滅ぼす。戦の悪を人々に知らしめ、戦を人の世から晒しめる。武にただ加担するのではなく、武を制するための剣を打つ。それが音の行き着いた答えなのだそうだ。な。ならば信ずる。あれは音の定めた道に従い後を継ごうぞ。あれの後はこやつが継ぐ。音は心置きなく鍛造にかかるがよい。だが撃てだけではない。慣れも鍛えよ。それは剣を2両献上するということか。そうだ。ただし一方にではない。南朝と北朝に1両ずつ。両人の部を共に抑えねば乱は収められん。道理だ。稲谷はあるまいな。無論音の理想を体現する剣となることこそあれが宿坊であった。後顧の憂いもない。こやつにはすでに全ての技を伝えてある。明日より早速鍛造にかかろうぞ。音の望みが剣を持って人の心中の刃を砕くにあると知ったからには、その望み必ずやあれが果たす。そなたが村正の孫、三代目か。はい。陛下におかれましては。よい。今は公衆の前でも町議の場でもない。慣れぬ言葉遣いは無用にいたせ。はい。すでに聞いておろうが、
村正、そなたの家紋はこれを断絶する。一切の継承は許さぬ。剣鍛冶右衛門の城村正はそなたをもって終えよ。承知しております。我が一門の犯したる罪、招きたる災いのほどを思えば、祖先に遡り、一族経類放殺の受け目に遭おうとも、恨み事は申せませぬところ、陛下のご慈悲に感謝いたします。うん。村正よ。そなたら一門に悪心がなかったことはよくわかっている。乱世を治めたかったのであろう。元を正せば、民の苦難も顧みず戦を続けた陳の罪こそ重い。もうそっと早く北朝と和しておれば、このような市議とはならなんだ。いずれ陳の罪は天の罰するところとなろうが、それでも村正よ、陳は諸職を預かる者として国土に災禍をもたらしたそなたらを許すわけにはいかぬ。分けてもそなたの祖父と母は、始祖村正は粉々に砕かれ、すでに跡形もない。楠木の二世村正は深く傷ついたが、まだ滅びておらぬ。これをこのままにはしておけぬ。近いうちに砕きいつぶす。さよう心得よ。お待ちを、陛下。どうかその儀ばかりは。二世村正を潰すなというか。蝦夷に取り剣となるは本望。戦場にて倒され土に朽ちるもまた本望。されどひとたび剣となりながら戦なき場所で鉄くずに戻され捨てられるは、蝦夷として鍛冶師として死にも打獄にも勝る通告。そうか、そうであったのう。だが戦で葬るには今一度
あの恐ろしき剣を誰かにまとわせねばならぬ。さようなことを真が許せると思うてか。武の器は戦場にて朽ちねばならぬもの。それが叶わぬなら、いっそ封印され、永劫の眠りにつき、忘れ去られるを望むものにございます。どうか陛下、この首を献じてお願い申し上げます。先ほど、陛下はお認めくださいました。祖母と母に悪心はなかったと。乱世に幕を引きたかっただけなのだと。その通りなのです。我が親が何を誤っていたとしても、その願いだけは正しかったはずなのです。母が剣として最も卑しき最後を遂げれば、その願いまでも汚されてしまいます。土に埋めていただいても構いません。海に沈めていただいても構いません。ですがどうか、一つ星だけはお許しを。土に埋めても掘り返されるやもしれぬ。海に沈めても引き上げられるやもしれぬ。そうして村正の剣が大和に帰り、再び地上を地獄に変えるやもしれぬ。村正よ、首を献ずるとの言葉に嘘はあるまいな。はい。ご勘定を賜れるのであれば、いつなりと。よろしい。ならば三世村正、そなたに命ずる。剣を撃て。そなたの母に被験する剣となるのだ。そして母と共にいずこかの山院で眠れ。願わくば永劫だが、そなたを共に封ずる理由は他でもない。わかるであろうな。将来何者かが封印を破り、二世村正を手にしたとき、そなたもまた主を求めよ。そして母を監視するのだ。そなたの祖父が願った通り、世に和を導く力として用いられるならよい。だがもし当世と同様、災いの武者となり果てし時は、そなたが二世村正を討たねばならぬ。それができぬと申すなら、やはり二世村正は潰すほかにない。答えよ、三世。そなたは母を討つことができるか。できます。必ずや五条の通りにいたします。よかろう。ならば繰り返し言い置くぞ。剣となったそなたが武人と血縁するは、母が解き放たれた時のみ。その時が訪れるまでは、何者とも立脇の儀を執り行ってはならぬ。はい。今一つ、祖父の秘宝をもって剣となれば、そなたもあの忌むべき技を備えるのであろう。人の心を侵す、波を操るのであろう。陳はあれこそがそなたの祖父の唯一の過ちであったと、そう思えてならぬ。そなたの祖父は急ぎすぎたのだ。願いは正しくと、人心を強引に従えるやりようはあまりに性急であったゆえに、ああなった。村正よ、命じておく。波の使用は陳の名をもって禁ずる。いかなる理由があろうとも、この禁を破りし時は、そなたはもはや陳の臣ではない。朝敵、逆賊である。いいな。この儀、しかと命じたぞ。は
祈っておるぞ、戦後右衛門の城村正。そなたと母が二度と目覚めぬよう長き時の果て解き放たれることがあっても、その時こそそなたの祖父の願いを叶えるために使われるよう、そなたと母が相争うことなどなきよう天地神明に祈っておく。しかしそれだけ走行を重ねているにしては、御堂誰はあまり剣のことを信頼しておらぬようだな。昨日から慣れとあの赤い剣を見ておるとどうもな、どこかうまく噛み合っておらぬ気がするのだ。剣は道具、それは事実。しかし心を持つ道具であることを忘れてはならんのではないか。予言太郎、村正のことまるで知らなかった。
鎌倉市中を一通り、銀星号の気配を探って回ってみたけど、どうだった？なんだか微妙ね。かすかにあるような、錯覚のような。もしかしたら、今、どこかから近づきつつあるのかもしれない。後で、もう一度見回ってみる。そうか。何？いいよ。無事なら村正、降りてこい。どうしたのよ。ちょっと。なんだ？じゃないでしょ。どこ触ってるの？お前の肌。隙間の変態。話してよ。落ち着け。そんなことされたらお嫁行けなくなる。ダメ、そこダメ。お腹触らないで。カカ様。落ち着けというに、異常な性癖に目覚めそうだ。0485、何を騒いでいる？開けるぞ。なんだ？その珍妙なポーズは。単なるイメージプレイです、監視殿。どんな？人間大の雲と楽しむ性的交渉。そうか。邪魔をした。何か？どうしても辛い時には相談しろよ。大した力にはなれないと思うが、話くらいは聞いてやれるし。ご厚情、痛み入ります。うん。やっぱりいやらしいことする気だったのね。お前まで真に受けるな。他の弁明がとっさに思いつかなかっただけだ。本当かしら。じゃあどういうつもりだったのよ。お前があちらこちら汚れているから拭いてやろうと思った。そう。けどそんなこと、これまで一度だってしなかったじゃないの。無用のことだと思っていたからな。ええ。放っておいても勝手に落ちるもの。だが、考えを変えた。いや、変えようと思っている。どういうこと？武者としての姿勢を変えるべきなのではないかと。そう考えている。銀星号を破るために。今のままでは俺たちは勝てない。これは現実だ。かもしれない。信仰一致という。
銀星号は成し得ているようだ。いかなる理由でか。あれに比べれば、俺たちの即応性はあまりにも大きく劣る。だからいつも、気づいた瞬間には落とされている。この劣勢を挽回しない限り、幾度戦っても結果は変わるまい。言われなくても。その問題なら前から検討してた。制御系統の整備で改善が図れるはずなの。あと、関節部の。お前だけの努力で解決することではないだろう。それは。信仰一致は、してと剣の課題だ。両者の間合いがどうあるかという評価だ。遠ければ叶わず、近ければ叶う。だから、お前が余計な自我を立てず、道具に徹すればよい。あとは俺が、お前を扱い切る。逆でしょ？あなたが私の手足に徹すればいいのよ。村正。何度繰り返しても同じよ。この会話は。あなたが弾けないなら、私だって同じ。ああ。だから、俺の方から折れることにする。え？頼む。お前が銀星号との戦いを決して人任せにできないのは分かった。もう二度と、道具になるとは言わん。村正。俺はお前の意志を認める。ミド？お前にも認めてほしいのだ。俺もこの戦いを人手に預けることはできん。ヒカルは、俺が止めなくてはならない。頼む、村正。俺の意志を認めてくれ。それだけが望みだ。意味のないことよ。ある。と思う。おそらくは必要なことなのだ。俺とお前が共に戦うために。これまでだって、一緒に戦ってきたでしょ？いや、単に並んで戦っていただけだ。これまでは。俺はお前を認めていなかったし、お前とてそうだった。その問題をうやむやにしたまま、だまし走行してきたのだ。倒すべき敵が共通であったから、それでもどうにか武者の格好はついた。しかし、銀星号に勝つことは叶わずにいる。勝たねばならない。勝つためだ、村正。俺のことをどう思おうが構わん。あくまで手足と思いたいならそれでもいい。だが、その手足にも、譲れぬ意志があると認めてくれ。頼む。どうして急に、そんなことを言うの？知ったからだ。青江のしのぎは俺の昔を夢に見せたが、その夢に、お前の過去も混ざっていた。すまないことをしたと思う。勝手に人の心底を覗くがごときは、俺としても本意ではない。しかし、お前の戦う理由、譲れぬ理由が、それで分かった。お前たち村正一門が陽光などではなかったことも。
村正、俺がお前でも自分の手で決着をつけようと望んだだろう。そう思う。だから俺はお前の意志を認める。お前も認めてはくれないか、俺の。ダメよ。村正、私の考えは変わらない。考えを変えよとは言わぬ。ただ認めてほしいのだ。認めない。だが村正、俺たちは勝たねばなるまい。強くならねばなるまい。ええ。信仰一致は私も必要だと思う。だからあなたは私の意志に従うべきよ。自分の意志を眠らせて。それはできん。そう。でもね、あなたの希望なんてもう関係ない。何？これだけはしたくなかった。けれど、もう仕方ない。あなたがそんなことまで言い出すのなら、仕方ない。ミド、私はね、一つだけ、カカ様にも、ジジ様にもできないことができる。それは私が、二世村正を制するという特定目的のもとで誕生されたからこそ可能なこと。目的遂行のためならば、己の視点に対しても、力を震える。村正、お前は、まさか。私の過去を見たなら知っているでしょ。私にも、この技はある。その心を犯すことは、私にだってできる。よせ！それは帝に禁じられたのだろうが。ほん、昔のことは。あの時代から色あせずに残っているのは私の鋼鉄と使命だ。邪魔になったあなたの意志を潰すくらいのこと造作もないのよ。そう簡単なことなのよ。従いなさい。従いなさい。あなたの心はいらない。私には必要ない。だから消す。どうして私は。村正、もういい。あなたなんていらない。あなたがいなくたって。どこへ行く？どこでもいいでしょ。もうあなたとはこれきり。私は別の師弟を探す。なんだと？さようなら。
追わねば。認められるわけがない。カカ様を見捨てるべきだった。見捨てなくてはいけなかった。それができなかったばかりに。認められるわけないじゃない。だからせめて
一人でいい。私は、一人で戦える。おお、早いな。呼び立てたようですまない影焼き。いや、事実呼んだのだが。どうしたわけか、今日という日は起き抜けからお前の顔が見たくて、矢も盾もたまらなくなってしまってな。まったく、乙女心というのはままならぬ。お前も罪なやつ。しかし、こうして早速招きに応じてくれたのはありがたい。誰だ貴様。あら、騙し通せなかった？見くびるでない。外面に変わりがなかろうと、影焼きと他の誰かを取り違えるような俺か。音が違う。匂いが違う。なんとなく風情が違う。そして、へその下にグッとくるものがない。雲。そやつはどこの馬の骨だ。どういう了見で影焼きを置いてきた。答える義理はないと思うけれど。まさか。影焼きは風邪でもひいたのか。それで代理か。なら看病に行くぞ。行くのか。いや待て、落ち着けミド。あれはどうも空のようだ。なんだあれは。中身はスカスカなのか。装甲されたように見せかけているだけだな。さて何のつもりなの。伝言に来ただけなら雲のなりでよかろうしな。
詮索は結構よ。なら直に聞くが、お前は結局何しに来た？戦うために決まっているでしょう。影明は？してなんていなくてもいい。私の力であなたを、カカ様を討つ。村間さん、誠に遺憾だが、あれはどうも本気らしい。何よ。何ではないわ。呆れる他にどうしろという。そんなざまで俺の相手をするだと？うぬぼれた言い草ね。鏡を見て言うがいい。村正よ、お前の娘はとんだダ作だな。返す言葉がないのが残念だ。なんですって？どうしてやろうか。若者の相手で御堂を煩わせとうはない。我に任せてもらえぬか？許す。行け。おう。甘く見て。それはこの母に言わせておけ。そんなごまかしで、いかにせば、あれらに勝てると思うのだ？やってみなければわからない。明々白々。その偽装がどれほど無様なものか、一目見れば伺い知れる。どうせ人型を取るなら、ここまでやらねば何の意味とてあるまいの。新規修練。肉体編成？そんな、どうやって？そこから一歩進めればなせることなのだがな。その一歩さえ届かないとは、我が娘ながら救いがない。ここで砕いてやるのが情けというものか？そんな芸、無意味よ。剣の戦力は、この形が最も高い。戦えば私が勝つ。さて。この、ハエでも追っているのか？そこまかと！まだ気づかぬか。ほとほと血巡りの悪い娘だ。あれが素早いのではない。なれが。あまりに泥臭いだけだ。そんな動きではハエは愚か、牛も捕まえられん。勝ち誇らないで。まだよ。さすがにそろそろ理解できような。己のそのギクシャクとした醜態が。どうして？どうもこうもない。武者なりは確かに司教の姿。しかしそれも捨てと共にあればのことだ。中身のない鎧が何だという。張り子の虎に過ぎまいが。太刀の技もなく、熱量の供給もなく、無駄に膨れた体を持て余すだけ。重いは鈍いは良いことなし。そんな故郷年に比べれば、この方がはるかに効率的。そういうことだ。この形なら新金の熱量だけで十分に戦える。落ちよ。ダサく。なれは音の名を恥ずかしめる気か。そんなこと、カカ様には言わせない。私がダサくなら、カカ様は何なの？
何か不服があるのか、この母に。春に決まってるでしょ。なんで、どうして、また災いを振りまいているの？それを有に聞いてどうする？剣はしてに従うもの。知りたくば、上で退屈げにしている主に問うがいい。そうじゃない。教授の考えなんかどうでもいい。その前の話よ。カカ様はどうしてあんな人間を主にしたの？知事様の失敗で学ばなかったの？私たち村正は武人の独善を戒めるための剣。けれど、たった一つの間違いで災いの化身になり仰せる。だから、カカ様はもう誰とも血縁するべきじゃなかった。するにしても、よほど慎重に選ばなくちゃいけなかった。意志の弱い人が村正を帯びて武者になれば、善悪相殺の掟に耐えられず、狂うこともある。それが分かっていたんだから、なのにどうしてまたそんな人間を選んで、無座と狂わせたの？500年前と同じように狂気を広めて、殺戮を煽る羽目になっているのはなんでよ！そうか。どうもいくつか誤解があるようだな。誤解？まず、我がしては狂っておらぬ。いや、狂っているのやもしれぬが、いずれにせよ、あの者はもともとああだった。あれは、あの者の人格を承知した上で、してと認め、縁を結んだ。どうして？三世。なれは封印より放たれてから、大和の歴史を学んだか？驚くべきこと、信じがたいことだ。あの南北朝の騒乱、あれら村正がもたらした絶滅的な殺し合いの上に築かれた平和の時代は100年と保たれなかったらしい。戦国時代？そう呼ばれているな。南北朝にも劣らぬ混沌の大乱世がほんの数十年を隔てて再び訪れたようだ。これをどう考える？足りなかった。足りなかったのだ！あれほどの戦、あれほどの殺戮、あれほどの大地獄をもってしても、諸人に戦の醜さ、愚劣さ、その独善を知らしめるには全く足りなかったのだ。武とは常に善悪相殺、戦には正義なし。村正が示した真理は瞬く間に忘れ去られた。人々は飽きもせず、また独善の渦に浸りきり、戦い、殺し、南北朝の時代よりも長い時を無為の騒乱に費やしたのだ。カカ様。人の愚かさを甘く見ていた。あれら剣は魂を鋼鉄に打ち込める。ゆえに不変の理念を持つが、肉の脳髄は真理を刻んでも刻むそばから忘れていくようだ。だからもう一度やるっていうの？そうだ。本末転倒じゃないの？そんなこと知事様だって望まない。知事様はあくまで善悪相殺の戒めを人々に広めて争いを未然に収めようとしただけで。なれは考えが浅い。先ほど口にしたな。始祖の失敗がどうのと。それも誤解だ。音は失敗など一つもしておらぬ。何を？音は花から表と裏を考えていた。表、してが尋常な人物であり、善悪相殺の断りを返して世に広めるならばそれでよし。そして裏、してが戒律に縛られてなお見境なく
殺しに殺しを重ねるならそれもよし。そのありさまを見た人々は武の罪悪をおのずと悟るであろうからだ。音の資料の深さが分かったか？してがいかなる人物であろうと、あれら村正は世に戦と武の真相を告示する宿願を果たせるのよ。でも、それでも銀星号はやりすぎでしょ？カカ様の視点は強さにしても凶暴さにしても法外に過ぎる。放っておいたらどこまで人間を殺し尽くすか。一向に構わぬ。人間とは度しがたいもの。南北朝の災いからさえ何も学ばなんだ。一度絶滅に瀕するところまで行かねば大義を得られまい。いや、もはやこの際絶滅してもよしとしよう。人が滅びれば争いもなくなる。音の望みが果たされるわ。狂っているとでも言いたいか？狂ってるでしょ。慣れが道理を分からぬだけだ。人の業深さを甘く見ているのよ。ふん。断りを知らず、世を知らず、人を知らず、己も知らず、してをよそへ置いて先走った挙句、かように這いつくばって泣き言をさえずるのみとはな。これが三世村正、我が娘か。カカ様。たわけめ。我が腹が慣れのような打作を生み落としたとあっては音に顔向けできぬ。慣れごときはいつぶされて仏像にでもなるがいい。カカ様。立ったか。まあ立たねばなるまいな。これを言われて相手を捨ておくようでは剣の一文が守れん。自らクズ鉄と認めるに等しい。されど口惜しきかな、娘よ。なれはクズ鉄だ。次期隕石を利する抜刀術、慣れのしてが完成させた手芸だな。できるつもりでいるのか？参れ。知恵なき者は白日のもと闇を歩く。慣れのことだ。熱量が尽き果て再生も効くまい。身に過ぎた技を使うからだ。才なく真なく当人をもてあそんだ愚物、相応の惨めさで果てるがいい。最後の情けだ。引導はこの母が渡してくれる。行け。待て、村正。ミド、止めてくれるな。身内の恥は過ぎたい。その気持ちはわかるが、仕方あるまい。座興はここまでと、あちらが言うのだ。待ち人か。折よく。知恵なきこやつにも、幾ばくかの天運はあったと見ゆる。
影明。光る。どうするのだミド。今日はもうよい。顔を見たら気が済んだ。影明も剣がそのざまでは遊べまいしな。承知。影明、お前に伝えておくぞ。俺は八幡宮へ行く。少し面白い思考を考えついたな。我が父に我が波動を捧げる。そのためにふさわしい時と場を選んだ。父に。近いうちだ。待っているがいい。村正。来ないで。帰って。お願いだから。お前を置いてか。そうよ。ダメだ。もう私は、あなたの剣じゃない。俺にはお前がいる。カカ様を止めたいなら、他の剣を探して。お前でなくては勝てない。なんでよ。精神干渉の波に侵されないから。そんなの関係ない。他の剣の方がマシよ。私よりはずっと今のこの姿を見ればわかるでしょ。私がどんなにひどい代物か。力は足りない。しての言うことは聞かない。正しい判断もできない。のぼせた頭で勝てるはずない相手に挑んで地べたに這いつくばらされてる。その上に善悪創殺なんて余計な呪いのおまけつき。私が何の役に立つのよ。いらないでしょ。村正。別の剣を探して私のことも放っておいて。ここに捨てていってくれれば勝手に朽ちるから。別の剣。やはりお前でなくてはダメだ。なんでよ。お前と出会ってから幾度もの戦いを経た。俺が生き延びてこられたのはお前の助けがあったからだ。お前が助けてくれたから卵の孵化も阻止してこられた。俺の力だけではどうにもできなかった。今更だがそれを認める。これからも力を貸してほしい。私がしたこと助けだけじゃない。忘れてはいないでしょう。私
私はあなたに罪もない人を殺させてきた。最初はあなたの母親、その後何人も殺させた。もう嫌でしょ。耐えられないでしょ。だから私を捨てればいいのよ。私がいなければそんなことしなくて済むんだから。金星号に勝てる剣ならきっとどこかにある。あなたはそれを探せばいいの。そんなものはない。仮にあったとしても俺が望むのはお前だ、村正。どうして？善悪相殺か。お前と共にある限り俺はこれからも敵を一人倒す都度に味方も一人切ることになるだろう。そうよ。死すべからざる誰かを殺す。そうよ。だがな、それなら俺の敵となった人間は死すべきものだと言えるのか。俺は母を殺した。新田夕日を殺した。蝦夷の姉妹フキとフナを殺した。いずれも許されない罪だ。しかしなら鈴川両部を殺したことは、長坂右京を殺したことは、風魔小太郎を殺したことは、王子卓を殺したことは、ジョージ・ガーゲットを殺したことは、それは許されることなのか。許されない。彼らは俺からすれば悪人だった。しかし彼らにも彼らなりの善があった。善悪相殺。なるほど。人を殺すということは善と悪をもろともに断つということだ。ようやく理解できた。村正、お前は正しい。殺人はなべて悪鬼の所業。例外などない。あらゆる殺人に正義はない。戦いに正義はない。ミド。村正、お前がそれを教えてくれた。お前ではなく他の剣と血縁してこの2年を戦っていた。俺は今頃自分のことを英雄とでも思っていたかもしれん。世の人々を救うために悪と戦いこれを討つ正義の武者だとな。そうして銀星号を倒した暁には六波楼も打倒しようなどと考えていたか。想像するだにおぞけの走る話だ。独善の化粧でしかない正義に酔い騒乱を引き起こすなど。村正、俺に正義はない。その真実を決して忘れたくない。だからお前が必要だ。お前を捨てて別の剣を取れば、善人は殺さず悪人は殺すという独善の道を俺は選ぶことになる。世には死んで良い人間と死んではならない人間とがいて、自分にはその区別をする権利があるのだと認めることになる。俺は厚顔無知な英雄になどなりたくはない。世間の人々がそんな俺を見て正義の戦いがあると信じ後に続こうとするなどと。馬鹿げた始末になるのはなおのことごめんだ。それこそ災いというものだ。ミド。俺はお前を選ぶ。善悪相殺の戒律を選ぶ。お前も俺を選んではくれないか。本当にいいの？俺にはお前でなくてはならないのだ。ミド。でもカカ様を生かしたのは私。
時代に呼び込んだのは私。だから、自分一人で戦わなくてはならないか。俺にもそっくり同じ思いがあった。いや、今でもある。が、認めよう、村正。俺もお前も一人では弱い。互いが必要だ。俺たちは二人で一騎とならねば戦えないのだ。一緒に戦ってくれ。井戸。いたぞー。夢の見ぬ夜のさなかに片すはがで魂捨てる。行く手阻むその行動を冷たい手を振り払らせ、今宵行くがよいあがき続けるように愛を切り減らない求め消える叫びの中へこの刃すべて込めて消えない光を胸にその鋼赤く染めて刃すべて込めて毎度の宮殿下。先日は多大な迷惑をおかけいたしました。伏してお詫び申し上げます。日頃のご高恩に報いるどころか、あだで返す試技となったこと、全く面目次第もございません。まあ影明君、大の男がそんな縮こまったらあかんえ。日頃世話になってるのはこっちなんやから、たまには迷惑の一つもかけてくれた方が安心できるくらいやわ。なあ省長。恐縮です。影明君が脱獄したって聞いた時はチャー吹いたけどな。それが剣のためやったっちゅうんやから見上げたもんやね。武者の鏡やないか。なあ省長。恐縮です。菊池、お前さんまでそんな調子やと影明君も頭上げられんやろ。しかし今回は私の管理不行き届きで。もうええ。この二人は手に負えんわ。何事ものを済んだわけやし、この話はもうこれまで。ええね、二人とも。
けど、影明君。あそこの看守さんには一言挨拶しとくとええよ。あの人がむやみに騒がんでくれたおかげで、ことを大きくしなくて済んだんやから。そうでしたか。さて、んじゃあ本題に入ろうか。今日お前をここへ呼んだのは叱責のためではないのだ。別に要件がある。銀星号の件ですか。いや違う。そちらも下級だが、今日話したいことは別だ。ええね、影明君。今からの話はよそで言うたらあかんえ。なんて君には念を押さなくても平気やろうけどな。しかし宮殿下、ことがことですので。影明。いかようなお話であれ、決して他言しないとお約束いたします。影明君みたいな人がそう言うてくれると本当に安心できるわ。近々八幡宮で宝刀参拝の儀式が行われるのは知っているな。はい。準備は滞りなく進んでいると聞いています。その祭礼の場で、またしばらくはこっちの家なのね。村正か。ああ、そうなる。宮様に何か仕事でも頼まれた？そんなところだ。どう説明したものかな。無理に話してくれなくてもいいのよ。事情を知ろうと知るまいと、私のやることは変わらない。あなたが必要とする力をすべて用意する。それだけだから。そうか。だが、やはり話しておこう。お前の知恵も借りたい。悩むようなこと？なかなか。何を頼まれたの？回りくどく言えば。わざわざ。武家の棟梁にとって鶴岡八幡宮は鬼門の地。そう語られるようにしろと。二度となれば成果も不及だろうな。それってそして大きく動揺するであろう幕府を朝廷権威で補強してやり、反面朝廷の発言力を増す。この公武合体による新体制で官民の対立を緩和、治政に安定をもたらし、 GHQ の介入する隙をなくしていく。まとめるとそういうことやね。
どうやろう。ヤマトのために。行きましょう。宝刀参拝の日、足利森氏の前へ。やってくれるか。今はお約束いたしかねます。何？本人とまみえてから決します。切るか切らぬか、足利森氏は殺さねばならない男なのか、この目で見て決めたく思います。かえってご迷惑とあれば無論強いて望みはいたしません。ここで聞いたことは全てを忘れ、直ちに立ち去りましょう。いかがか。ええよ。宮殿か。計画を打ち明ける段階で影明君を信頼するっちゅうことは決めてたんや。ならとことん信じきろうやないか。影明君の判断を信じて任せるわ。ご後輩痛み入ります。切ったらあかん思うたらそれでいい。その時は後で影明君の考えをわしらに聞かせてくれな。はっ。もう一つお断りしておかねばならぬことがあります。お、我が剣、村正のルールはご存知であられるはず。舞殿の宮殿下、もしも自分が足利森内を切った暁にはあなたのお命をもいただかねばなりません。よろしいか。承知したい。このアホが大将領と差し違えるわけやな。大儲けやないか。わしの代わりならどこにでもおるわ。宮殿下、影明。はい。その時は私を切れ。菊池、いいな。所長、秋高様、
解しました。大将領を切ったその時は、あなたをという次第だ。本当に切るかどうかはともかく、その用意はするっていうこと？そうだ。どうかしたか？ねえ、ミド。そんな話を断れなかったのは、この間の、私の。いや。脱獄の件は無関係だ。それよりも、銀星号の予告が。お前も聞いていただろう。ええ。まさか周囲が爆兵で固められる宝刀参拝を狙って現れるとは思えないが、念のためだ。八幡宮に詰めていれば万一の時に素早く対応できる。宮殿下の依頼を半端に受けたのは言ってしまえばそのついでだ。ともかくやるやらぬは置いて策は立てておく必要がある。当日八幡宮にどう潜り込み元帥にどう近づくか。知恵を貸せ。俺の思案には余る部分もある。八幡宮の地図？ああ、宮殿下の直筆だ。なんかおかしくない？これは本殿よね？そうだ。その奥にあるこれは何？隠された裏参道だそうだ。ぐるりと回って地下へ向かう。その先の広間は？下宮だ。下宮はこっちでしょ？それは若宮。若宮も下宮と呼ばれるが本当はこちらを指すらしい。宝刀参拝の手順だが、参拝そのものは大将領と10人余りの側近だけで行われる。宇多楽から八幡宮までは相当数の兵を引き連れてくるが、彼らは祭祀に関与しない。家地衆は敷地の外、武者衆は境内や上空で警備につく。大将領と側近は上宮へ向かう。そこで太刀を奉納、祭儀を執り行う。ここまで襲撃の隙はない。大イチョウの陰に隠れてってわけにはいかないのね。実朝公の時は本人も随員も非武装であったから公暁はそれで成功したがな。森氏が連れる側近のうち少なくとも半数は武者だという。しかしこの後森氏は愚部の者と別れ地下へ向かう。秘密の下宮にも太刀を奉納するためだ。同行を許されるのは祭祀を行う神官数名だけ。護衛はなし？
また随分とおあつらい向きね。これが古くからの慣例で変更はできないらしい。暗殺の機会があるとすればこの下宮参拝の時だけだ。でしょうね。問題はやはり手は一つか。神官になりすまして大将領と一緒に下宮へ降りる。ああ、そうね。問題はなさそうだけど、何を悩んでるの？お前をどうするかだ。持ち込む方法が思いつかん。私だけあらかじめ潜伏しておくってのはダメなの？事前検査には武者も加わるそうだ。いかにお前が隠形に優れていても武者の耳や肌まで騙すのは無理だろう。検査が済んだ後で潜り込もうとしても同じことよね。警備隊に武者がいないはずはないからな。細部の中に紛れ込むとか。無理だろう。鏡や玉と一緒に雲の彫像があったら普通気づく。奇てれつすぎる。文化的にありえん。私、あなたの家で500年ばかり鏡や玉と一緒にご神体やってたんですけど。そうだったな。どうも手立てはなさそうだ。暗殺は断念するか。俺が単身で潜入するだけしよう。それならさして難しいことはない。危険よ。バレた時どうするの？それに襲う気もないのに潜り込んだって意味がないじゃない。その通りだが約束した手前何もせずでは宮殿下に対して義理が立たん。待って、要は私も神官のふりをすればいいわけよね。無茶を言うな。ミロはあの時見なかったの？何をだ。そうね。カカ様は一歩進めればできると言っていた。試してみましょうか。村正？今は見ていて。あの時のカカ様の術式はおそらく。何が？昔の姿に戻ってみる。昔の？これでできた。できちゃった。村正。お前なのか？ええ。ミロ、私よ。人として生きていた頃の私よ。そうか。非常に、個性的だな。
あれ？私、ものすごく間違えてる？しからば、毎度の宮殿下。これより太刀奉納の儀のため八幡宮へ赴きますゆえ、不堕落の留守と法兵士九条殿の供を何卒よろしくお頼み申します。ああ、そっちもよろしゅうにな、陸風。は国家100年の繁栄を祈願してまいりましょう。そらええことやな。はばかりながらこの陸父、信州大和の大黒柱を自ら任じてござれば、国家のためのいかなる務めであろうと怠るつもりは毛頭ございません。ああ、ようわかってる。陸父の責心中にはよーくわかってますい。恐れ入ります。されば早速、これより宮殿下の御前を拝借して我が務めの一つを果たしましょうぞ。楽しからぬ死になれど是非もなし。なんやて？来長。はい、お父様。宮殿下。金子、おまさんがどうしてここに？これはどういうことや、陸父？さよう。宮殿下は何もご存知ありますまい。この者、宮殿下のおそば近くに仕える要人でありながら、逆賊岡部の残党どもと結び、あろうことか、宮殿下を謀反の企みに引き入れようとまで図っていた不逞の輩。宮殿下には青天の霹靂でございましょう。しかし、これはすでに物証も上がり、事実を疑う余地はなし。ご心中、お察し申し上げます。あら、毎度の宮殿下、あまり驚いておられませんのね。もしかして、とっくにご存知でいらっしゃったとか？いや。たわけたことを申すな、来長。毎度の宮殿下ともあろうお方が、逆賊をそれと承知でそばへ置いておかれるはずがない。さようでございますな、宮殿下。宮殿下は無関係だ。何もご存じない。私は宮殿下に倒幕のご意志がおありか否か探っていたが、何の成果もなくこのような始末となった。無念だが、毎度の宮殿下は風聞通りのヒルアンドン、潔白であられる。さっさと私の首を。お黙りなさいな。はあ！金子！宮殿下、いかに。もしも宮殿下がこの者の本性をご存知であられたのなら、かようなものをどうしてそばへ留め置かれたのか、司祭をお尋ねせぬわけには参りません。この森氏には、大和を守る責務がありまするゆえ。何もご存知なかったのなら、話は簡単に済みましょうな。して、いかに。知らんえ。なんも知らんかったわし。金子がそんな悪党やったなんて。人を巻き込まんといてくれんかな。心臓に悪いったらないわ。では宮殿下、この者の処分は当方に一任していただいて構いませんな。ああ。かまへん。どうとでもしてや。
賜りました。ライチョウ、連れて行け。はい。逆賊の末路は常にあのようなもの。世の正義が守られてあるは喜ばしきことにございます。そうやな。岡部の死に損ねも近々一網打尽に捕らまえ、あやつめの後を追わせましょう。どうか休んじてお待ちあれ。この陸府、宮殿下が愚劣なる大逆の企てに関わりなしと知り、心より安堵いたしました。宮殿下は物の道理をよくわきまえたお方。もとより疑ってなどおりませなんだが、どうか今後とも御身を正しく保たれますよ。わかってるよ。おかげをもちまして心置きなく法灯の儀を執り行えまする。ではこれにて。宮殿下。なんやねん。皿宗樹の花の色は乗車必須の断りを表す。おごり高ぶる者の世も春の夜の夢に等しいとでも念じて気長に待たれるがよろしかろうと存ずる。六原は強量にあらず、頭の中で夢を楽しまれている分には咎め立てもいたしませぬよう。森氏は不堕落を出た。もうじきここへ着く。了解。用意はいいのか？本物の神官と入れ替わる手はずは万端整っています。実行に2分とかかりません。そうか。狙うのはやはり下宮だな。はい。大将領の手の者がすでに潜んでいる。などということは万一にもないのか。それだけが懸念だ。その点は再三確かめました。今、村正が最後の確認を。大丈夫よ、御堂。下宮には誰もいない。どう見ても隠れ潜むには不都合な場所だし、間違いはないでしょう。影明。はい。どういうことだ？どういうことなのでしょうか。他人事のように言ってどうする？自分も途方もなく戸惑っているのです。ご容赦ください。そうか。何よ。どうしろと。どうしたの？ダメだってば。くすぐったいからいたずらしないの。柔らかい。恥ずかしいこと言わないでよ。どうしてそこで両手両膝を床につくの？動揺するな、影明。無理です。そろそろ行列が若宮王子へ入る頃合いだ。準備せねば間に合うまい。はい。所長は？
少し離れて様子を見ておく。万一の場合に備えねばならん。それは影明、切る切らぬの判断はお前に委ねるが、中途半端な真似だけはしてくれるな。私の言う意味がわかるか？わかります。切ると決意したときは必ずや。頼むぞ。では私は行く。すでに警備態勢が敷かれています。お気をつけて。お前こそな。こちらも始めるか？ええ。ミド、大丈夫。あなたはあなたの思うようにして。私は必ず、あなたの求める剣になる。盾になって、守ってみせる。だから、どうして挫折するの？いや、別に。ちゃちゃまる、こんなところでどうした？お祭り見物。そなたは唐と守護の月番であろう。もしもこの鎌倉を襲う外敵ありしとき、矢面に立って防ぐのはそなたの役目なのだぞ。おろそかにするでない。和田館へ戻れ。まあまあ、おじじ、固いこと言うな。そんなんだと便秘になるよ。ちょっと眺めてすぐ帰るからさ。しかしだな。守護番は退屈なんだよ。やることねえし、館に詰めて定時報告聞くだけだしさ。ただひたすらにそれだけだしさ。やってらんねえ。せめて本当にどっかの敵軍が攻めてきてくれりゃいいけどさ、来ねえし。ここは発想の転換で、いっそ当てが敵になるとか。いいのか、おじじ。このままだと大和史上最もくだらない理由で反乱が起きるよ。止めるなら今のうちだぞ。ちゃちゃまる、そなたも若年とは申せ公方職を務める身であろう。もう少し自覚を持て。おじじこそ現実を正しく見つめるべきだな。所詮ちゃちゃまるだぞい。一体何を期待してるんだ？ほんとすぐ帰るって。わかった。まったく、別に見て面白いものでもあるまい。そりゃ当てだってそう思うんだけどね。うちのおつぼね様がお望みなんだから仕方ない。つぼね？ああ、憂鬱とかいう女か。春先に堀越で見かけた時は随分と病厚い様子であったが、鎌倉まで出てこられるならいくらか回復はしたようだな。そうでもない。だもんでたってのお願いとなると無下にできなくてね。今日は医師同伴でお出まし。これあっちの車。あの者にはとかくの噂があるが、あての母親なんじゃないかって。あれ？そなたの世話焼きぶりを見ると、あるいは真実かと思えるな。あての袋がどうなって今どこにいるか。他の連中はともかくとして、あんたはちゃんと知ってるだろうに。ああ、ざれ口だ。あてが憂鬱の局の面倒を見るのは、まああれだ、その惚れた弱みとかそんなもん。どうした？
いずれそなたと四郎を目合わせることも考えのうちに入れていたのだが、しかしまさかそなた妙な趣味ではあるまいな。おい、陸江大将領。大真面目な顔で何言ってる？ああ、すまん。今のは忘れよ。ヒゲ面親父に同性愛疑惑をかけられたなんて頼まれても記憶に残さんわ。あてはチンチンとかちゃんと好きだ。見たことないけ叫好きなのか。見たことないのか。どなんかゲローどもの忠誠心が急に上がってる気配？来た。大将領は機上のまま乗り込んできたか。神官が静止しているようだが聞き入れられまい。不敬な参拝もあったものね。ところであの馬、剣だな。間違いなく。しかも格が高い。鎌倉初期、いえ平安朝まで遡るかも。挑む時は覚悟した方が良さそうだ。不足のない相手ではあるでしょうね。よし、行くぞ。もう少し倍率のいい双眼鏡を用意するべきだったな。まあいい。大まかな様子はわかる。上宮の儀式が終わるようだ。いよいよか。気のせいか。今人の気配が。その方らが今年の買い添えか。恐れながら殿下に申し上げます。これより先の立ち入りは大将領殿下ご一人のみ許されるしきたりでありますれば、お供の方々はこちらにてお待ち願いたく存じます。心得ておる。例年のことだ。さあ案内せい。はあ。
そんな教科書を読みたくはないが。どうする？神々は根の国に住まう。そんな神話もあるそうだ。金色の神は地の底に眠り、いつか招きの時が来たならば我らの世へ現れると蝦夷どもの信仰であったかな。どう思う？地の底に神ありとする信仰よ。かような祭殿がわざわざ地下に建てられてあるを見れば、荒唐無稽な伝承もあながち笑い捨てにしたものではないやもしれぬ。そう思わぬか？は、御意にございます。貴様はこの社の神官ではないか。素人考えをダクダクと入れ、一言も申さずでは立場に関わる。恐れ入ります。意見あれば言うてみよ。では、お許しを得まして。一説によりますれば、八幡神の原本は渡来の神であり、したがって新しき国を求める人々の守護神という性格が存在するとか。その八幡信仰がかような形で表現されたとも考えられますかと。地下という異空間に作られた下宮は、八幡の神がもたらす新世界を象徴するもの。そういうことか。御意。さすがに本職よく存じておるの。御前にて戦学をひけらかし、宦官の至りでございます。ぬかったな。口ごたえめいた真似をするべきではなかった。本物の神官であれば、世がいかに水を向けようとただ縮こまるばかりで一言もなかっただろう。ご無礼。それよりも致命的な失敗は、ここへ降りるまでの歩き方、距離の取り方であろうな。神官ごときが世の切り間を把握して自然と外すなどという振る舞いをいたすはずがないわ。毎度の宮のもとにも貴様のような武人がいたか。資格の任を受けたは忠義からか、それとも褒章につられたか。今さらだんまりを決め込んでも遅かろう。何かさえずってみよう。ならば陸へ大将領殿下にお尋ねする。おお、資格が世に問いを投げるか。王将たる者には相手が何人であろうとも答えねばならぬ問いが一つきりある。言うがいい。あなたはいかなる王者か。この大和をいかにされる存念か。国民をいかにされる存念か。あなたはいかなる王なのか。
お答えを賜りたい。あいにくであったな、刺客。余はその問いに答えを持たぬ。なんと。余はひとえに覇者。すべてを奪い、征服し、従える。それが足利森氏よ。ではあなたは、滑るだけが目的だというのか。治めることに関心はないと。皆無とは言わぬが、征服を進める手段よの、所詮。ならばあなたの目的はすでに達成されているということか。よまいごとを言う。余が満足しているはずはなかろう。今の大和には六原の旗を仰がぬシャツバラが白昼堂々と闊歩しておるではないか。進駐軍。奴らを駆逐せぬ限り世の破業はならぬ。いずれ先端を開くと。いずれなどと気の長いことは言わぬ。すぐにもだ。これ以上世の庭で白豚どもを声太らせておくものか。海の向こうの畜舎へ送り返してくれる。勝算が立ちますまい。世は勝つ。6年前とは違う。あの時はいかにしようと勝つ目がなかった。だから標準の道を選んだ。しかし今の六原は昔日のそれではない。今度は勝てる。国土は荒れ、民の半分は犠牲となるやもしれんが必ず勝つ。バカな。民の半分。そこまでの犠牲を払っての勝利など何の意味もない。たとえ進駐軍を撤退せしめても大和は自ら崩壊する。であろうの。構わぬ。何も残らぬ勝利をあえて欲すると。残るとも。世が大和を制覇したという事実はな。その後のことに興味はない。大将領、あなたはそれだけのために。さて、くだらぬ時を過ごしたな。メイドの土産をちと弾みすぎたか。まあよいわ。ついでにもう一つ栄誉をくれてやろう。ひげ切り！源氏の司法を増票の地で汚すは心苦しいが、世の首を狙ったクソ度胸に免じて、水もたまらぬハージというものを味わわせてやるわ。姫朝礼八幡大菩薩！我、身器とまかりなる。ミド！その時は私を切れ。いいな。村正！そちらは、恵美氏の女であったか。うまく装束で隠していたな。しかし、姿を見せたところで何ができる？決まってるでしょ。その大名物。ひげ切りの剣と太刀打ちするのよ。ちょっとミド。あちらはともかく、どうしてあなたまで何言ってるんだこの女みたいな顔するの？
すまん。お前のその格好を見ていると、未だにピンとこないものが。わけのわからないこと言ってないで。さ、構えを。何？剣だと？貴様、武者か？鬼に会うては鬼を切る。仏に会うては仏を切る。剣の断り、ここにあり。何？いや、行くぞ！了解！見かけ倒しではないようだな。殿下にお褒めいただけるとは光栄の極み。若造がどこの生まれか知らんが腕相応に目も養っておけというのだ。さすれば毎度の宮ごときの飼い犬で一生を棒に振ることもなかったろうよ。あいにく眼力を養っていればなおのこと。あなたのもとで禄をはむ道は選べなかったであろうと存ずる。抜かすわ！しかし想像通り、敵の剣は大したものよ。けれど、想像以上ってことはない。私たちなら勝てる。ハムシャが水産貴様！でもあの方、もう一たち加えれば破れる。させてはくれまいがな。思い出してきたわ。
戦場の風、むせ返るような獅子をヘドを催すあの匂い。部長、冗談でしょ。できるような機会か。貴様が鼻を垂らしていた頃の大陸の戦で石窟寺院に立てこもって敵の軍勢を迎え撃ったことがあった。これはその折に編み出した技よ。若造がどう背伸びしても届くまい。あの大将軍、実はリヒトホーフェンサーカスの出身ではなかろうな。余裕っぽいこと言ってる場合かな。村正、往生際のよからぬやつ。潔く首を差し出せばきれいに跳ねてやろうもの。寸刻みの方が好みならそうしてくれるわ。剣を捨てた。バカな、何を企む。どうする。一度足を止めるか。いや、それが狙いか。秘策でこちらを地上に戻し、勝負を仕切り直そうと。乗るか。そんな浅知恵に。乗ったな、大将軍。雲の巣へようこそ。一瞬の躊躇さえなければあなたの勝ちだったのにね。ごめん。
大丈夫。風向きは変わってる。こっちの追い風よ。つんのめって転ぶのだけ気をつけておけということだな。あの剣の底をどの程度で見つめる？私とほぼ互角の鋼鉄。反則者の足回り。これでおしまいって考えるのは虫が良すぎるんじゃないかしら。まだあるか。ヒゲ切りといえば、寝台とまでは言わないにしても上古の策。誰がどんな技術で鍛えたのかも知られていない古代遺産よ。何が飛び出してくるやら。最低限、しのぎのことが考えておくべきね。知りたかったのはそこでしょ？いっそ、こちらから仕掛ける？もう一度やる気なの？無理だ。クレス！青いわ小僧。戦場に囚われ戦局を見なかったの。いつの間に。
なんだこれは。井戸。そなたは、憂鬱の局。ここで何をしている？何があった？そなたの主人はどうした？若宮堂の舞の袖。静のおだまき繰り返し、返せし人を忍びつつ。と。すっかり舞も果ててからやってくるとは、無粋のそしりを免れまいぞ。こちらとしても甲斐がない。せっかく良きものを相手に心楽しく舞えたというのに。しかし、もとよりゲートは一輪の花。人目に触れず儚く散るも定めのうちというものか。花は惜しまず、また咲かせばよい。今度はお前を友として、前にも勝る華やかな舞を演じてくれよう。嫌とは言うまいな。影焼。答えぬか！何か。急ぎの要件でないなら、家族の対話に割り込まないでいただきたい。貴様はこの状況が見えておらんのか？憂鬱とやら、このありさまの中にいて、何も見ておらぬことはあるまい。世の問いに答えよ。これはいかなる真偽か。憂鬱というのはな、世を忍ぶ仮の名だ。夕暮れの星という意味らしい。人につけてもらったものだが、まあまあ気に入っている。俺がやった。何をだ？会話になっているようでなっていない。この者らを切ったのは誰か、問うたのではないのか？それが俺だと言っている。正気か、貴様。やにわにその言い草は失敬であろう。当然の言葉だ。お前に言われると傷つく。よう愚弄する気か！困った難儀な男だ。どちらかというなら、向こうが正しい気もするのだが。なぜだ？貴様がやっただと。夢物語も大概にしろ。貴様のどこにそんな力があると抜かすか？それは無論。さっきから俺一人だけ口が忙しいぞ。人の相手をいちいちまめにするからだ。サジは適当にいなしておけ。しかし無礼は好かん。するのもされるのも。貴様、憂鬱。仕方もないな。先にそっちから済ませることにしよう。
陸へ大将領、足利森氏卿。何？お前に会いに来た用向きは他でもない。この光が、歯を問うためだ。鬼に会うては鬼を切る。仏に会うては仏を切る。白銀の剣？貴様、よもや。剣の断り、ここにあり。金星号だと？貴様があの殺戮魔？では貴様を擁していたのは？大将領、そこら辺の細かいことは後に回せ。お前は今、己の元よ光に問われている。何？足利森氏、天下に武を士官とする者、光と同じ道を求める者、波動の先達に対し、俺は礼節を示そう。その影を排して教えを請おう。波とはいかに？答えられぬ道理はなかろう。世とあろう者が日に二度も下民に道を問われるとはな。歯を知りたいか、銀色の獣。ならば知れ、奪い取ることだ。世は天下が欲しい。だから奪うのよ。このようにしてな。貴様の首などいらぬが、世の道に立ちふさがるのであれば、刈り取る他にあるまいて。ひげ切りの火立ちは獲物のカスも残さぬ。勇気よろしく闇夜に潜んで血をすすっている分には見逃してもくれようが、世の前にぬけぬけと姿を見せるとは、道場マンにも程があろうぞ、たわけめ。なるほど、そうか。鳩はすなわち強奪。異論の余地はかけらもない死闘である。この光も全く賛同する。お前はひたすらにヤマトが欲しいのだな。自分自身の存在にかけて求めるか。そこまでこの国を欲してやまぬと。別にヤマトでなくとも構わぬ。たまたまヤマトに生まれたからヤマトに歯を唱えるだけの話よ。別の国でも構いはせなんだ。世の破行を打ち立てられる場でさえあれば。ちょっと待て。どこに隠れた？姿を見せよ、凶賊。それでは愛がないだろうが。おのれ、がっかりさせてくれおって。真面目に聞いていたこっちがバカを見たではないか。お前の語る歯は歯にあらず。無傷だと？バカな。貴様何者？人の話はちゃんと聞け。鳩は強奪、そこまでは正しい。だが奪うとは何だ？欲しい、求めるから奪うのであろう。求めるとは愛しているから求めるのだ。愛し欲し奪う、それが波動。足利森氏、お前は最初の一歩から間違っている。最初に愛がなければ欲ではなく歯でもない。虚栄に過ぎん。お前は単に天下を取るかっこいい俺様に陶酔したいだけではないか。
くだらぬ手間を費やした。ミド。光る。つまらんことで待たせてしまったな。剣と窓も今日は調子が良いと見える。何よりのことだ。さあ楽しもう鍵焼き。奪い合い求め合い、互いを味わい尽くすとしよう。お前は何が望みだ。今度はお前が光に歯を問うか。よかろう。天のもとにあまねく武の法を敷く。天下不武。武の争うということ、殺すということ、ただそれきりの法だ。それは今さら寝ぼけたことは言うまいな、影明。いい加減お前も村正を理解したはずだぞ。分かっているか。よし、それでこそだ。ならば話もしやすい。光はこの部をもって世を照らす。人が人のままささやかにまとまって身を寄せ合う時代はここでぶった切る。誰もが欲するままに生き、戦い、殺す、そんな時代を導こう。時代など来ない。それでは滅びがあるだけだ。そうだ。人が滅び去り、最後に勝ち残った者は神と名乗る資格を得る。ここに光の波動がある。バカだ。どこかおかしかったか。いや、そんなことはないはずだ。論理的に考えて神と称し得る方法はこれしかない。人類全員と戦って勝つ。そのためにはまず全人類を戦いの舞台へ上げねばならないが、村正の歌で光の心を人々に移し与えられるのはもっけの幸いであった。刃を見れば逃げ惑うばかりの脆弱な人々を追い立てて背後から切るなど卑怯卑劣。欲するまま戦う高き獣となさしめ、対等に争ってこそ勝利が意味を持つ。俺は公正な闘争の果て頂点に立とう。そうして神に至れば光の夢も叶う。目的。それはさっきも言ったろ。こういう言葉は幾度も口にせぬものだ。胸に炎あればこそ肉体は鍛えられ、戦う鋼となる。殺し合わせる言葉。人間というものに対するお前の愛情だとでも言うのか。まさか。いや、そうであればよかったのだろうが、惜しむらく光の心は人間すべてを愛せるほど雄大ではなかった。この思いはただ一個人へ向けられるものに過ぎない。影明、乙女にこんな話をさせるな。いくら家族のお前でも胸の内まで入られてはこうむずがゆいものがある。狂っている。そんなことはないぞ。
狂っている、壊れている。お前は2年前山賊団と町の人々をもろともに殺し尽くしてしまった時に狂った。俺の妹は光はあの時に死んだのだ。お前は一匹の魔物に過ぎない。キル。狂ってはいない。聞かぬ。いや聞け。光は最初から全て知っていた。村正がいかなる剣であるか。承知の上で我が物としたのだ。そしてお前にも与えた。お前の手で母上を殺させるために。なんと言った、光！しよって、このままでは済まさぬ。仕入れ者どもがすぐにも不堕落の兵を呼び切り刻んでくれる。おのれ。まあまあおじじ、そんな下向いてうじうじやってないでさ、ちょっと顔を空に向けてみ。めったに見られないもん拝めるから。ちゃちゃまる。村正 VS 村正、夢の頂上決戦、もう始まってるよ。やっぱお姫の優勢は固いか。けどお姫もわざわざ地雷踏んでるからな。ひょっとすると番狂わせもあるか。貴様、やはり貴様が。貴様が銀星号の飼い主だったのか。そりゃ違うけど、身柄を預かってたって意味ならまあそうかな。なぜだ。なぜ貴様が世に弓引く。何の不服があった。おや、別に。おじじも六原もあては好きだよ。ならばこれはいかなる死にか。あのような怪物を繰り世の首を狙うとは。親殺しの重罪人に過ぎぬ貴様を引き立ててやったのが誰か忘れたとは言うまいな。その説はお世話になりまして。ほんと恩に来てるんだけどね。抜け抜けと言いおる。だが貴様が何を企むにしろそううまくゆくか。同心坊にせよ獅子にせよ、たやすく貴様の風下につく者どもではないぞ。あんたの息子も入れてやれよ一応。それはおじじの言う通りだ。おじじが今ここで死んでもあてにも何のメリットもないやね。つうか面倒な手間が増えるだけなんだよな。なんだと。ならば貴様なぜ世を狙う。あては何もしてないっしょ。やったのはお姫だよ。姫。銀星号。では貴様はどうする気なのだ。この後に及んで世に手出しするつもりはないというのか。そうもいかんかな。やっぱしここまでやっちまった以上はね、きちんと片付けとかないと全部ご破算になっちまう。お姫も世話を焼かせてくれるよ。どういうことだ。貴様の方があの魔物に従っているとそう聞こえるぞ。確かな耳してんね。ふざけるでない。
様は竜軍中将、堀越久保たる身であろうが、万騎を指揮する貴様がどうしてあのような愚かしい賊に従う。愚かか。うん。愚かだよな。恋心一つで世界を敵に回すか普通。乙女にも程があるだろう。でも、そんなんだから惚れちゃった。何もしない賢者より、なんかするバカの方が好きなんだ、あて。しかもお姫は、バカの桁が違うしね。バカの一年で、江ノ島蹴り飛ばすってレベルのバカ。人類史上、前例がありません。どっこん惚れずにいられるかってのは。それに何より、お姫があのまま突き進んでくれると、あての願いも叶いそうだ。願い？神だよ。神に現れてほしいんだ。あては。よもや貴様が、そんな妄念に取りつかれていたとはな。あてには切実な問題なんですよ。いつも耳元でやかましいし、神の野郎。もうよい。すべては世の深くと分かった。貴様のような猛邁を買っていたのが誤りであった。足利一族の血を半分受けても、残り半分に卑しき蝦夷の血が混ざればこうなるのだな。配下も釣れず丸腰で現れおって、世を手負いと侮ったか。バカめ！貴様一人の始末に手間などかけぬわ。はてさて、おかしいな。あんたは知ってると見込んでたんだけど、買いかぶりだったんかね。そんなセリフが出てくるようじゃ、あてのこと何にも知らんってことだよな。それとも、知りはしたけど、信じなかった？何が言いたい？あてはハーフドワーフじゃないよ、おじじ。今さら薄汚れた出生を隠してどうする？あらま、こりゃダメだ。しない！あばよ、おじじ。あんたさ、あての実の父親に比べたら、よっぽど親父らしくしてくれたよ。乗車必須の断りってか。おじじも例外にはなれんかったね。我が運命、呪ったわ。我が言葉かよ。ん？あっちもちょうど幕開いかな。
見事見事見せてくれたな影焼。お前がここまで達しているとはよもや思わなかった。俺の比例な見識を浴びる。無駄なのか。何を言う。無駄どころか心よい一撃であった。見よ。初めてだ。光の盾が破られ肌に傷を負わされたのはこの感覚。うずくざわめく震えが走る。これがキスか。これが戦いか。これが交わりというものか。盾って、そんなのあったまま戦ってたっていうの？これまでずっと。銀星雲はこれまで性能をろくろく発揮していなかったということか。冗談きつい。ようやくここまで来てくれたな影焼。光の立つところへ。お前相手にこんなものはもはや無粋。これよりは素肌にて迎えよう。正真正銘の村正光。つまらんだし惜しみはもうなしだ。味わえ楽しめ行くぞ影焼。こんなの。村正、俺たちは攻撃されているのか。これぞ真のグラビトンコントロール。
真の飛行というものだ。気候とは少々わけが違うぞ。この前の相手ができるか、影明。勘ではない。勘でもない。何と言った。秋高様、捨てる。お前の手で母上を殺させるために。光る。光る。そうだ影明、俺の名を呼べ。叫べ、ささやけ、歌え。俺を光れ。今日のお前はいつにも増して悩ましい。官能の抑えが効かなくなる。見せてやろう。お前の思いに応えてやろう。この光の極限を見せてやろう。神気修練。いけない。ミド、逃げて。歪められているの。多分何が起きている。さあ、開幕だ。ブラックホール・フェアリーズ。
ガットリ全力で離脱する。了解。なんで。ルマイル。これが神秘の地獄。見ろ。切るぞ。どこを。ここだ。抜け出せないのなら切り破るのみ。了解。レールガンバグ。どうだ影明、この力、光の力は。俺はこの部をさらに極める。さらに高みへ行くぞ。そして神の座へ登る。影明、忘れたか。お前が光に神なるものを教えてくれたのだ。人が母に背いて父を奪えば人の方に背く。しかし神には神の方がある。これを許す。故に俺は万人を打倒する。至強の部を証明する。人を超え神を称する。神となれば我が望みは正当化されよう。人の世を壊せば人の方に囚われる父は解放されよう。妨げる何者もなく光は父に向き合える。母に奪われた父を取り戻せる。これが光の道だ。飽きたか。貴様は実にわしを失望させるために現れたかのような男であった。牧村とか言ったか。あのようなどこの地毛とも知れぬくだらん女に身をかけよって、貴様は己と立場と役目を心得ておらなんだか。わしが鬼畜の所業をなすは貴様の不始末に補いをつけるため。全ては身から出た錆と思え。何もかも仰せの通り。されどご本家。黙れ。逆頭に口を聞くな。貴様などの言葉に今さら美体一門の価値でもあると思うか。クズめが。影明、ここへ参れ。貴様には何の恨みもない。かような真似を命じるのが心苦しくもある。だが今となってはこの愚か者に拾われた運命を嘆いてもらうよりないわ。貴様が事の決着をつけよ。この能なし秋高と港家との縁を貴様の手で断ち切るのだ。
秋高様。許せ、影明。秋高様、スバル様、光、お前は。素晴らしい、すんばらしい。例えて言うなら、ある晴れた昼下がり、市場へ続く道を点々と落ちているパンツを拾いながら歩いていた僕は、無垢な下半身を惜しげもなく晒している美しい少女と出会い、恋に落ち、ゆくゆくは大企業の社長にしてやるという父の誘いを断って、2泊3日の湯煙殺人ツアーに出航してみたものの、そこはパンツを履く者と履かない者が死闘する運命の決戦場。それほどまでに素晴らしい。どういう例えなのでしょうか。例えようもないというフィーリング路線で理解してくれれば結構な上腕祭。おっと、バルトロメオと呼ぶべきかな。どちらでも。しかし洗礼名で呼ばれる機会は私にとって貴重なものではあります。ならバルトロメオ、君もここは踊り上がってパンツを脱いでも良い場面だよ。つまりあれがそうなのですね。オッペンハイマー君が予見したコラプス。まあ、あくまで疑似的なものではあるが、我々の求めていた現象に間違いない。ようやくこの目で見ることができた。しかしウォルフ教授、あれはどうやら収まってゆくように見えます。本当だ。今日のところは気が済んだらしいね。これでは何も起きません。ああ、そうとも。こんなものでは全く足りないよ。だから我々があれを完成まで導くんだ。超重力の渦に。そう、この地球上に暗黒の渦を創造する。そのための六花、そのための GHQ、そのための銀星号、そのための我々。はい。黒き渦が現れる時、道は開く。我々は神に出会うのだ。アメン。あれが銀星号。あれが光。あいつの産んだ娘か。雨土初めて開けし時、高間の原になりませる神の名は、雨のみなか主の神。次に、高見むす日の神。次に、神むす日の神。この三中の神は皆、一人神となりまして身を隠したまいき。次に、国若く浮きし油のごとくして、クラゲな、スタダよ経るとき、足神のごとく燃え上がる者によりてなれる神の名は、馬し足神彦路の神。次に、雨の床たちの神。この二中の神もまた、一人神となりまして、身を隠したまいき。光る。ちゃんと聞きなさい。努力を頑張るにやぶさかではないけど。お前はいずれスバル様の後を継いで港の巫女になるんだ。危機くらいは収めておかないと
後で恥をかいてしまうぞ。飽きた。飽きるくらい学ばなくては身につかない。ヤマトの神話ばっかりだし。当たり前だろ。たまには違う話もしてほしい。国語や算数なら俺に習うよりも学校できちんと先生に教えてもらった方がいい。あいつらの話は嫌いだ。勝手に喋ってるだけでこっちが聞いてるかどうかもお構いなしじゃないか。影明の声は聞いてるうちに気持ちよくなるから寝るけど、あいつらの声は嫌いだから聞く前に寝る。それでお前は成績が良くないのか。先生をあいつらと呼ぶな。一人で大勢の相手をするから大変なんだ。感謝の気持ちを持って授業を受けなさい。それと俺の講義は子守歌ではない。続けるぞ。別の話。どんな話がいいんだ。違う神様の話は？ヤマト以外の？神話というものはどこの国でもそんなに変わらないぞ。神様の名前が違うだけだ。とまで言っては言い過ぎか。例えば？ギリシャの神話だと原初にはカオスがあり、そこからガイア、タルタロス、エロス、そしてエレボスとニュクスが生まれ、エレボスとニュクスからアイテルとヘメラが生まれた。ガイアはウラヌスとポントスを生んだ。ほら、似たようなものだろ。全然違うよ。まあ解釈によるかな。続き。ウラノスは世界を支配し、ガイアを妻としてヘカトンケイルとキュクロプスを生んだ。しかしウラノスはこの巨人たちを嫌い、タルタロスへ捨ててしまった。ひどい。その後ウラノスとガイアは12中のティターンを生んだが、ガイアは巨人に対するウラノスの仕打ちを恨んでティターンに父を打倒せよと命じる。12中の末帝クロノスがこれを果たした。しかし彼は父と同じ罪を犯し、同じように息子の手で倒されることになる。この息子がゼウス。彼を王として神々は全盛期を迎えるのだ。面白い。そうか。続き。ダメ。ここまでだ。古事記の勉強に戻るぞ。続き。また今度。膨れてもダメだ。じゃあ質問。なんだ。ウラノスとガイアが結婚して子供を作ったんだよね。でもウラノスはガイアが産んだの？そうだな。親子で結婚？そうなる。ダメなんじゃないの？人間はな。神様はいいの？神様には神様のルールがあるんだろう。さあ、勉強に戻るぞ。人が母に背いて父を奪えば人の法に背く。しかし神には神の法があり、これを許す。故に俺は万人を打倒する。至強の武を証明する。人を超え神を称する。神となれば我が望みは正当化されよう。人の世を壊せば人の法に囚われる父は解放されよう。妨げる何者もなく光は父に向き合える。母に奪われた父を取り戻せる。
おはよう、お兄さん。おはようございます。今日もいいお天気ですよ。そうですか。洗濯物がよく乾くでしょう。いいこった。はい。朝も早からじっと見つめ合う男と女。どこかでお会いしたことがありましたでしょうか。ご記憶にない？面目次第もなく。寝床を共にするほどの仲なのに。でありますから。先ほどより脳みそを沸騰させる思いで思考を巡らせているのですが。覚えてない。いえ、そこはかとなく記憶に触れるものはあるかな。朝も早からチューでもしてしまいそうなほど見つめ合う男と女。誤解です。そもそもここはどこで、自分はなぜここにいるのでしょうか。それも覚えてない？意識を失う前にどこで何をしていたかは記憶しています。けどそれがここに繋がらない。はそりゃ仕方ないかな。い。なぜでしょう。気絶して倒れてたお兄さんをあてが勝手にここまで連れてきたから。つまりあなたはあそこにいたのですか。うん。あの時の8万軍。大変だったよ。もうちょっとであの黒いのに巻き込まれるとこだった。怖いの怖くないのって。なんかあれ、風呂の線を抜いた時にさ、水と一緒に吸い込まれていく抜け毛の気持ちがわかるよね。確かに。あれはトラウマもんだ。上でお兄さんたちが盛り上がってるさなか、下ではあても地味に大ピンチだったわけですよ。誰も見ていないところで必死に頑張りましたともさ。思い出したら悲しくなってきた。切ねえ。ご迷惑をおかけいたしました。いえいえ、その後お兄さんと村正を抱えて誰かに見つからないうちにスタコラ退散してきたけど、それはそんなに苦労しなかった。その前の排水溝脱出ゲームに比べればね。剣のこと心配なんだね。相棒ですから。何か。お兄さんのそういう言葉を聞くと少しばかりささくれ立つあての心。なぜでしょう。個人的な都合による感情であります、当変木名。さーて、それでお兄さん、あてが何者でここがどこだかそろそろ見えてきたかな。あなたは村正の名を口にした。しましたね。ならあなたは自分に関わる人間か、さもなくば銀星号に関わる人間ということになります。ないしはその両方に。2両しか残ってないもんな。天号上門の城村正の新作は。
そしてあなたはあの時八幡宮にいた。はい。宝刀参拝に部外者は立ち入りできない重大な祭事の最中であった八幡宮にそうですね。以前からいぶかしんでいたことがあります。行方不明者として全国に手配が回っているのになぜあれの消息は全く知れないのか。2年もの間、これはあれが誰か有力な人物に保護されている証左なのではないかと。ごもっとも。部屋の様相から類推するにここは相当の構えを誇るお屋敷の中。それほどでも。あ、これ謙遜だからね。お兄さんの推測は当たってますよ。プリーズ。あなたは幕閣の方ですね。堀越久保足利茶々丸はじめましてって言っておかないといけないかな、お兄さん。お腹空いてる？その様子です。じゃあまずは朝飯にするか。だからさ、当てとしては言いたいわけよ。クジラ取るなクジラ取るなって最近にわかにやかましい白人ども。そもそもクジラの数を激減させたのはてめえらじゃねえかってな。あてらの捕鯨は生態系まで破壊してね。大量に取れるほど船も捕鯨技術も発達してなかったし、一頭取れば村が半年遊べるってくらい有効に活用してたし、そもそも狭い島国の中残ったから需要がそんなになかった。需要があったのは世界中の海で取りに取ってそれでも足りなかったのは高原にするんで原油がいくらでも必要だったてめえらだろうが。エイハブどもの乱獲がクジラを滅ぼしかけてんだよ。それがなんだおい。高原需要がなくなった途端エコロジーに目覚めやがって。絶滅の危機だから保護しましょうだ。それが自分らの責任を認めて反省するって態度ならまあ聞く耳もあるけどさ、あいつら反省なんてかけらもしてねえじゃねえか。てめえの過去は棚にあげて今のアテラの捕鯨だけ問題にしてギャースか非難しやがれ。なんでみんな近頃は連中クジラは頭のいい動物だから殺すのは野蛮だなんて妙なことまで言ってんな。アホか。じゃあそのクジラの知能を解析してコミュニケーション取ってこう言ってみろ。私はあなたの味方ですってな。かけてもいいけどクジラくんはツッコミの衝動を抑えられないと思うぜ。確かに妙な主張ではあります。知能が高いから殺すなというのは。牛や豚はバカだから食ってもいいけどクジラは賢いからダメだってんだからな。何言ってんのかわかんねえ。文化の違いから来る思想の違いというものでしょうか。突き詰めると人種差別思想が起因かな。あいつら的には優秀な生物はそうでない生物よりも上等って考えは侵略の歴史を支えてきた馴染み深い正義なんだろ。なるほど。バカくせえっての。あては差別なんかしないもんね。
牛も豚もクジラも平等に食う。イルカだって食うぞ。それで思い出したけど、一部の大和人がまた腹立つんだよな。捕鯨は賛成なのにイルカ食うって聞くととか言いやがんの。イルカ食って悪いかほら。つうかクジラはいいけどイルカはダメとか言い出したら捕鯨反対派と同レベルだろうが。あてが思うに奴らは反対派が送り込んだ工作員だな。感情としてイルカ食を受け入れがたいのは理解できます。捕鯨反対だって感情問題やん。結局のところ自分とは違う他人の文化をどう受け止めるかって話だ。気に食わないからって文句つけるか。自分とこへ押し売りに来たってんならともかく、よそでやってる分には構わずに置くのが大人の態度ってもんだろう。多文化の尊重、それは全く同意できます。でしょ。あれ、もういいの？は、十分にいただきました。本題へ入りたく思うのですが、よろしいでしょうか。何？銀星号は今ここにいるのですね。今？いないよ。お茶どうぞ。ありがとうございます。今日は雲が張っててダメだな。あっちの空、富士山がよく見えない。ああ、この北向きの庭は富士を楽しむ仕立てでしたか。この辺りからだと富士山の土手っ腹に開いたでっかい穴がちゃんと見えて面白いんだよ。そうですか。して閣下。あって？はい。そんな他人行儀の呼び方しなくても。他人です。クール。お伺いしますが、何故自分を伊豆まで連れてこられたのです。鎌倉にいたら面倒なことになるからね。あて、鎌倉防衛警備の月番だったもんでさ。八幡宮の事件は当ての不手際だって言えばそう言えるわけで、来庁あたりから責任追及される前に先手打って本拠地に引きこもったのよ。八幡宮の事件。足利森氏死す。一代の覇王も最後はあっけないもんだ。それは確かに。外向きには隠されてるし、内向きにもまだ失踪って扱いで捜索中だけどね。八幡宮とご英断ごといなくなって3日間経っても手がかりすらないんだ。お亡くなりは確定だよ。不堕落じゃ後継者を立てる準備に入ってる。死亡を知っているのは不堕落の首脳だけですか。どうだろう。 GHQ の動きがなんか怪しいし、倒幕派もちょろちょろし始めてるしな。実はもうかなり漏れてるのかもしれんね。ま、こういうのは隠そうとして隠しきれるもんでもないし。ええ、それはともかく、先ほど閣下にお尋ねしたかったのは自分の身柄をわざわざ回収された件についてです。あそこにほったらかしといたらまずいやん。お兄さん、事件の主犯に仕立て上げられて処刑よ。しかしそれは自分の都合に過ぎません。当ての都合でもあるんだな。どういうことでしょうか。お茶うめえ。では
閣下のご都合に照らした場合、自分の身は今後どのように扱われるのでしょう。特に考えてないけど、お兄さん次第。自分の好きにして構わないと。もちろん。あては男を縛って食い物にするタイプではなく、影から尽くすタイプなのです。邪魔はしないけど必要なことは何でもしてくれる女。当然処女。でも床上手だったり。うわぁ、なんて都合がいいんでしょう。色男は得だね、この。鎌倉に戻ろうかと考えているのですが。そりゃ寂しい。あてはまだしばらく戻れないしな。でもお兄さんがそうしたいなら仕方ないね。列車の手配しようか。船でちんたら行くよりいいでしょ。何か？しばらくは現れないと思ってたんだけどな。お兄さんが起きたせいかな。よかったね。待ち人来たれり。落ち着いた場所で向き合うのって久しぶりなんじゃない？人が人のままささやかにまとまって身を寄せ合う時代はここでぶった切る。誰もが欲するままに生き、戦い、殺す、そんな時代を導こう。神となれば我が望みは正当化されよう。人の世を壊せば人の法に囚われる父は解放されよう。妨げる何者もなく光は父に向き合える。母に奪われた父を取り戻せる。これが光の道だ。村正がいかなる剣であるか承知の上で我が物としたのだ。そしてお前にも与えた。お前の手で母上を殺させるために。光！影明、そう熱烈に求められるのはな、悪い気分ではないというか、光としても本望なのだがな。TCO はわきまえてくれ。TCO。お姫、TPO です。TPO はわきまえるように。まだ朝方、ここは縁側、光は起き抜けだ。そして、親しき中にも礼儀あり。まずは朝の挨拶からだ。おはよう、影明。おはよう。おはよう、お姫。おはよう。今日は青空が見えるな。いい気分だ。野球でもしたくなる天気だね。悪くない。昼からやろうか。暇してる虫集めてさ。よかろう。新たな魔球を試したかったところだ。お兄さんもどう？フルアーマーベースボール。フルアーマー？普通にやるとゲームにならないんだよね。お姫の投げる球誰も打てないし、キャッチャーは1球ごとに病院送りだし、打席に立てばピッチャーライナーでそのまま投手ごと場外ホームランとかになるし、選手全員剣着用の武者にして、お姫は重力操るのとかなしにするとどうにかこうにか勝負になるんだよ。
野球っつうにはだいぶアストロな感じだけど。なかなかエキサイティングで面白い競技だ。エキサイトしすぎて、試合の終わる頃には選手の半分くらいが両足で立ってないしね。お兄さん、どうよ、興味あるでしょ。かけらもありません。残念。剣が復旧中だし、しょうがないか。お兄さん野球好きそうなんだけどな。当たりだ。影明はかなりの巧者だぞ。地元ではバントの魔王と呼ばれていた。つけ麺大王みたいな王座っすね。何を言う。あとグラブトスは神業。ライン際の打球をフェアかファールか見極める判断にかけても達人級との評判をもっぱらにしていたんだぞ。微妙な才能に満ち溢れてる人だな。光る。なんだ。影明？いや。お前はずっとここに堀越久保のもとにいたのか？そうだな。故郷を離れてからこれまでおおむねこの館を足場にしている。なぜだ？なぜ？聞かれてみれば格別の理由はない。故郷を出た後まっすぐ進んでいたらここへ行き着いたというだけの話だな。別に他の場所へ移っても構わない。お姫！構わないのだが嫌がる奴がいる。これが理由といえば理由か。引き止められているから、それだけなのか？人から好意を向けられるのは嬉しいものだ。むやみに跳ねつけるのも気が引ける。光の目的の障害になるなら別だが、そうでなければ意に沿ってやっても構わん。それに伊豆は水も食も空気も良いしな。居心地はなかなかだ。姫、ありがとう。閣下。何？あなたはいかなるゆえんから光の滞在を望まれるのですか？恩人なんだよね。恩人？そうなのか？忘れられてるよ。
うっかり殺されかかってた当ての前にさっそうと現れてくれたお姫の勇姿、総天然色でマイメモリーに保存してあるのに。そういえば死にかかっていたな。思い出した。見たところ戦えそうにないし、どうしてか歌の影響を受けないし、なんだか珍妙な生き物に思えたので殺すのをやめたんだった。そんな理由かよ。まあお姫に当てを助ける気なんてなかったのは最初から知ってたけどね。結果的にそうなったってだけで。でもお姫が来てくれたおかげで当てが救われたのは事実だし、なら恩に着るのは当然ってもんでしょ。あえてお尋ねします。閣下が光を手元に留めておかれるのには、何か目的とするところがおありなのではございませんか？あるよ。あると聞いているな。それはどのような目的でしょう？まだ内緒。内緒だと聞いている。お前はそれでいいのか？構うまい。光が野望を抱いて生きるように、他の者にも望みがあるのは当然のこと。望みのため光を利用したくばするがいい。それが俺の感知性のところで終始するのならどうでも構わぬことであるし、俺の妨げになるのなら戦って勝敗を決するまでのことだ。お姫と話してると小さなことでいちいち悩んでる自分がバカに思えてこない？当てはしょっちゅう。お姫、朝ごはんどうする？もらう。まかないに言えばくれると思うよ。今日の当番は誰だ？道場のおっちゃん。あの職人か。なら期待できるな。行ってこよう。で、お兄さん、これからどうするの？鎌倉に帰る？帰るわけにはいかないでしょうね。おう。銀星号がいると知ってはここを離れられない。いつ波を巻き始めるかって思うと目を離すのは怖いし。これまでもそうだったといえばそうなのだが、ともかくも所在を突き止めたのだ。その利を捨てる方はない。そばにいればそれだけ。いざことが起きた時に素早く対応できるものね。そうだ。問題はその後だ。対応ができても対処ができなければ何の意味もない。そうね。
村正、どう思う？果たして武者とはあそこまで強くなれるものなのか。ちょっと信じられないっていうのが本当のところ。光には天性の才能がある。体術はもちろん、機体の運用、熱量の保有力、しのぎを操る感覚、およそ全ての面において完璧以上と言っていい。だがそれでもあそこまではね、なかなかならないと思うのだけれど、何かあるのかしら。単なる天才にとどまらないものが。白菜とか？それ意味わかんない。じゃあ白菜。綺麗さっぱり面白くないんですけど。俺もそう思う。なら言わないでよ。俺は何も言っていない。え？はあ！どこから生えてくるのよ！ヤニワに失礼なやっちゃな。大丈夫だ、村正。言い方ではないが、とりあえず敵でもない。適切な表現だ。お兄さん、こんばんは。こんばんは、閣下。いい夜ですね。月が見えます。平然と応対しないでよ。驚いてる私がおかしいみたいじゃない。そうか、すまん。八つあたりかっこ悪い。あなたがへんてこな現れ方をしなければいい話でしょ。あての家だっつうの。どっからどう現れようがあての自由。何よ、あなたこの家の子？親のしつけが知れるとか言おうかしら。いねえし。村正、この方が家主だ。は？だってここ将軍様のお屋敷なんでしょ？ああ、だから堀越久保、足利茶々丸竜軍中将閣下であられる。知って驚け、見て驚け。分かったらとっととひれ伏して額を畳にこすりつけるよ、下民。あら、そうでしたの。あなたが久保、あなたが中将様。何それ、受け狙い人事？え、マジ殺意湧いたわ今。素直な感想だけど文句ある？これが他のやつに言われたんならどうとも思わねえけどさ。なんでだろうね。この竹アーマーに言われるとシャレにならんくらい腹立つな。誰が竹アーマーか！素直な評価だよ。文句あっか？あなた覚悟できてるんでしょうね。ああ、表出るか？出てやろうじゃないの。落ち着け、村正。いや、ひでえ、しての言うことを聞きやがらねえ。いいのよ、御堂はこんなことで怒らないもの。私を信じてくれてるからね。ああ。信頼関係、羨ましい？血管切れそうだよ。お兄さんの腹の太さに甘えやがって。甘えと親愛の区別がつかないのね、お子様ね。お兄さん、こんなキノコ女と組んでちゃいけない。あんたにはもっと気の利く相棒が必要だよ。こいつは来月の粗大ゴミの日に出しちまいましょう。いい剣紹介するからさ。せっかくですが、ぜひとも頼むよ、俺のちゃちゃまる。前々からそうしたくてそうしたくて仕方がなかったんだ。オッケー、任せといて。捏造するな。やだな、真実の代弁っすよ。その首本気で切り飛ばしたくなってきてるんだけど。安いハったりかますやつほど何もできやしねえ。本当にやる気なら言う前にやってるもんな。
いいこと言うじゃない。そうね。それは正しいって認めてあげる。じゃあもう、前置きはなしにしましょうか。ちびっこのくせに雲を食うとチョコレートの味がするってのは本当かどうか試してやんよ。二人とも何よ。なぜ出会った瞬間から即座にそんなにも仲が悪こいつとは運命的にダメなの。絶対に分かり合えないって一目で悟った。そうそう。どうしようもない感じよね。い。しかし閣下、一つお尋ねしたいのですが、3サイズ、好きな単位、好きなプレー、何でも教えてあげるけど、このお邪魔雲を追っ払うまで待っててくれない？できればそちらを中止して。閣下、あなたはなぜこの村正の正体に最初から気づいておられたのです？それ錆び腐った鉄くずの匂いがしたから。嘘言うな。床はきしんで抜けそうになってるしさ。そんなに重くない。あと波長が剣っぽい。波長？そういうあれこれが積み重なってこいつはお兄さんの村正だなってのがキュピーンときたわけですよ、頭のこの辺に。特殊なセンスがあるんだと思っていてくれれば結構っす。そうそう、当てからも一つ聞いておきたいんだけど。何でしょうか？まだ返事をもらってなかった。お兄さん結局どうするかい？これから頼めた筋合いではありませんが、よろしければ滞在のお許しを願います。そう言うと思った。もちろん許すよ。筋合いだって十分あるしね。遠慮は何にもしなくていいから。お心遣い感謝いたします、中将閣下。ミド、なんだ？提案。どっかその辺で野宿しましょう。おめえ様が一人で行く分には全く構いませんが。こんな怪しげな館に御堂だけ残していけるもんですか？一人で行け。嫌よ。お兄さんはここにとどまるっつったろ。私が頼めば聞いてくれるもの。多分。お兄さん？村正が立って望むのであれば、ほら、お兄さん剣を甘やかしすぎです。打作がますます劣化しちまうよ。いえ、問題ありません。そうかな。甘やかそうがどうしようが、村正が己の役割を忘れることはありませんから。必要な時に必要な働きを必ずする。それは疑いなく信じられます。それで自分には十分です。自分が村正の信頼を裏切らない限り、村正の性能が劣化することなどありえません。そして御堂が私を裏切ることなんてありえないから、私は常に完全な性能を発揮できる。どう？こういうものなのよ、互いを認めるしてと剣っていうのはね。以前はともかく今の私たちはちゃんと縦分けの儀も済ませて血縁してるの。お子様が何を言ったって壊される間柄じゃないんだから。わかった？
天井のシミ、なんかこないだよりも増えてねえかな。聞きなさいよ、いい話してたんだから。ただののろけだろ。つかおめえ、本気でお兄さん外に引っ張り出すつもりか？銅鐸は六章が悪化するだけで済むけどよ、人間は風邪ひいたりとかするんだぜ。わかってます。冗談に決まってるでしょ。あと、銅鐸って誰のことか。良いのか？私がここにいたくないのも、御堂を置いておきたくないのも本当だけど、わざわざ野宿するのもバカみたいだし。それに御堂、一度口にしたことを翻すのは嫌なんでしょ？そうだな。気を使わせたか。大げさよ。では中将閣下、改めてお世話になります。なんか気に食わない紆余曲折があったけど、結論がそうなったならまあいいか。我が家だと思ってくつろいでね、お兄さん。くつろぐから出て行ってくれない？あなた邪魔よ。定説の水準に差がありすぎじゃねえか、この主従。そっか、おめえこそ出てけよ。ここはお兄さんの部屋だっつうの。私たちは一緒で構わないけどね。まあ男女同金なんて不埒な真似、当ての館では許しません。おめえにもちゃんと部屋やるからそっち行け。そう？誰か？お呼びでございましょうか。そこの姉ちゃん、物置に連れてってやって。ちょっと。ほら行けよ。その人がいい部屋に案内してくれるから。今はっきり物置って言ったでしょうが。いらねえこと聞いてやがる。とことん決着つけないとダメなのかしら。上等だおら。おとなしく物置に片付いてりゃいいもんを、スクラップ工場の方が趣味だってんだらそうしてやる。やってみなさいよ。お客様、お茶などご用意いたしましょうか。夜も遅いのでお気持ちだけいただきます。かしこまりました。ではごゆるりとお過ごしくださいませ。村正。回復したてで無茶するからだ。オートダウンしやがったな。分析がお早い。ちょっとしたコツを知ってるからね。ま、こいつは大丈夫。心配いらん。明日の朝には復旧するよ。予定通り物置へ売っちゃっておけば OK。売っちゃっておくわけにはいかないのですが。じゃあその辺に。さあお兄さん。寝ましょ。休むのには同意しますが。うん。閣下、ご自分のお部屋へ。ここで寝る。先ほど男女同金は許さないと確かに。記憶にございませんな。それは政治家答弁というもの。政治家っす。そうですね。初めてってわけでもなし。今朝のことですか。うん。あれは自分が目覚める頃合いを見計らってついていたのでは。なくて、毎晩ひっついて寝てました。お兄さんをここに連れてきてからずっと。風紀上よろしくありません。嬉しいくせに。はい。あ、嬉しい？
健全な成人男性のつもりですので、女性との接触は欲求にかないます。素直なおすみ、うりうり。閣下、問題が発生します。眠れるんだ。はい。お兄さんと一緒にいると少しだけだけど、なんでかな、他の音が遠くなってお兄さんの音だけが聞こえる。お兄さんの音は果てを苛まない。ともあれ閣下、その望ましからぬ可能性を未然に摘み取るため必要な配慮を。家賃をくれ。家賃ですか？金よこせなんて言わないから、こうさせてくれるだけでいいからさ。ダメ？港影明の自制心にご期待ください。かっこいいぜお兄さん。でも別に自制しなくたっていいからね。ご冗談を。お姫に見つかったら怒られるかな。まあ大丈夫か、さっき起きたばっかりだし。お兄さん、お姫にバラしちゃダメだよ。これは内緒で。話しません。どうしてか即座に撲殺されるような予感がします。鋭いね。最初からそんなリスクを冒さずに済めばそれに越したことはなかったのですが。聞こえんな、聞こえんねえ。さあ寝よ寝よ。お兄さん。はい。眠い？まだ体に疲労が残っているようなので、それなりには。まぶたに重さを感じるほどではありません。そっか。じゃあ一つお願い。どのような？何でもいいからお話ししてくれると嬉しいな。話ですか？しかし眠る妨げになるのでは？当ては逆なの。耳元で話しかけられてると雑音があまり気にならなくなるから。その声自体が不愉快だったら意味ないけどね。お兄さんは大丈夫。わかりました。その程度のことなら。感謝。では学生時代自分が所属していた山岳部での出来事を。おはようございます。おはようございます。お食事の用意ができておりますが、いかがなさいますか？いただきます。かしこまりました。少々お待ちくださいませ。中将閣下はどちらに？先ほどお食事を済まされ、執務室に入られております。ご用が終わりでしたら、お取り次ぎいたしますが。いえ、結構です。なまっているな。病み上がりだもの。銀星号。
対抗の方法がないというだけだ。捨てよか。閣下、お客様が参られました。誰？古賀の。ああ。なんだ、もう来たのかよ。どうして？は。よう、
托発か？インシュアッラなんでだよ。ふふ、久しゅうござるな、チャチャ丸殿。久しいってほど経ってね。あとそろそろ傘取れよ。おう、これはご無礼つかまつった。ほう。土鍋登場。シャツボくらいの風格はござらんかの。あと10年よく磨くんだな。ねえ、何の用さ。小金久保の同心坊主。元より承知しておいででござろう。いやー、さっぱりですね。お人が悪い。わかり申した。ではそれがしから頃合いでござる。不堕落にお戻りくだされ。あては鎌倉防衛の役目を怠って大正領殿下の恩義を危うくさせた抜け作ですよ。謹慎を解くにはまだちっと早くね。謹慎も何もそのような沙汰幕府は下しておりますまい。あくまでチャチャ丸殿が自発的になされたこと。どのみち無罪放免とはいかねえだろ。手間を省いただけのつもりでいるけど。いやいやいや、確かに失態と申さば失態ではござろうが、宝刀参拝の折八幡宮にて何が起きたのか事件の概要さえつかめぬうちに罰を云々しても仕方がござらん。まだ全然。皆目、殿が八幡宮ごと消え去った。疑いの余地なき事実があるばかりでござる。チャチャ丸殿の責任が問われるにしても事の次第が明らかにされた後の話。今は幕閣の動揺を引き締めるためご貴殿の力が必要でござる。用が済んだら罪状を決めて処分するってか。全然面白くねえぞおい。冗談でござる。土台ありもせぬ罪を問うなど馬鹿げた話。当てに罪がないって？無論殿は武人であられた。そして武人が何者かに害されたのであればそれは本人の不覚というものであって他人の失敗ではござらん。まったく殿も醜態を晒してくれたわ。天下を制そうと最後がムクロのありかもしれずときては竜頭ダビの生涯であろうに。白状だな。ふん。何さ。いやいや、少々驚いたのでござる。そこでご貴殿がお怒りになられるとは夢だに思わなかったものでしての。別に怒っちゃいね。おや、これはそれがしの見立て違いか。申し訳ござらん。謝らなくてもいいけどね。話はそんだけ。不堕落に途上していただけますかな。シシクとライチョウはそんなに手に負えねえか。ありていに申せばどっちも別にバカじゃねえだろ。バカだけど物の道理はわきまえておられるがご両所とも対立する相手とは真っ向からぶつかる以外の選択をできぬ気性でござっての。いささか持て余しており申す。よく言うぜ。おじじがいた頃も六原の手綱を実質のところで握っていたのはあんただ。今さら漁せないなんてことはねえだろ。頭の上の重しが取れてやりやすくなったくらいだろうが。おお、それは買いかぶりと申すもの。同心坊主ごときにそんな器量はござらん。シシク殿とライチョウ殿の間を取り持つのに四苦八苦するばかり。殿の失踪から案件はたまる一方でござるのにろくろく手もつけられず、これでは幕府は瓦解を待つのみ。天下万民のためでござる。チャチャ丸殿、どうか力をお貸しくだされ。要はシシクとライチョウがいちいちうるさいあんたを敵視し始める前に緩衝材としてうってつけのやつを呼び戻しておきたいってんだな。お茶はまだでござるかの。出さねえよ。たぶん虫のいいじじいだ。チャチャ丸殿、この通りお頼み申す。ご貴殿にしても伊豆に引きこもっていたところで面白いことは何もござるまい。そんなことないもんねだ。鎌倉防衛の責任については自ら謹慎する態度を見せられた。それだけで十分でござる。以後一切
誰にも追求はさせぬこと、この遊佐同心がお約束いたす。お求めとあらば一筆残しましょうぞ。一つ借りということでいかがでござろうか。あんたに貸してもな。剣馬の労をいといませぬぞ。それがし家臣のつもりで茶々丸殿のために働きましょう。いらねえよ、こんなあからさまに腹黒い家臣。どこの斎藤道山だよ。その申されようは心外でござる。ならばそれがしの誠意をご覧あれ。何する気だ？足を舐めさせていただこうかと。金取るぞてめえ。難儀なお方よの。もうこいつ殺しちゃおうかな。いかがなされた？同心坊、あんた変なの連れてきてねえか？はて。あての方にはこんな堅能なやつに付け狙われる覚えなんてないんだけどな、今のとこ。ほう、これはかかってきよったかな。なんだ？いや、先日不堕落で遊びましての、岡部の姫を魚に少々。ああ、報告は聞いてるよ。能舞台にかこつけてなんか愉快なことをやったんだって。お聞き及びでござったか。いや、お恥ずかしい。たまには本気で恥じろよ、エロ坊主。時をも相当いじめたらしいじゃねえか。教育のつもりでござるがの。嘘こけ。この悪趣味はそれがしの業、どうしようもござらぬわ。で、これか。ネズミは出てくるのをただ待つより、餌で釣り出して捕まえる方が上策でござってな。岡部の残党どもにしてみれば、今は隠忍自重の時。しかしそれを許しては我らには不都合。最初から挑発が目的だったっての？やってしもうた後でそういうことにしておけば、獅子殿への弁明も立つと思ったまででござる。救えねえ。それで、どうする？茶々丸殿のお手を煩わせるべき筋合いではござらんな。のう、天井裏の御仁よ。それがしが相手でなくば、お主とて張り合いがあるまい。逃げたな。手応えはあったが、なかなかにしぶといやつ。もっとも、この館から抜け出ることは叶うまい。変な面倒持ち込みやがって。申し訳ござらん。これで仮2つでござるな。あてはまだ鎌倉に戻るなんて言ってねえぞ。茶々丸殿。もうちょっと待ってろ。近いうちに戻る。時期を見てな。時期とは？そりゃこっちの話だ。ま、2ヶ月も3ヶ月も待てなんて言わねえから安心しろ。わかりました。不堕落にてお待ちいたす。あ。では、それがしはごめんつかまつる。帰れ帰れ、塩まいちゃる。茶々丸殿。まだなんかあんのか？将たる者、破滅に見入られてはなるまいぞ。わからぬ。何がそこまで茶々丸殿を絶望させているのか。わかるのは、その瞳に破滅が救っているということのみ。深く、深く。これがいずれ何をもたらすのか。そこなお坊さん。一つ相談があります。それがしでお役に立てるなら何なりと。闇輪に電波系だか遠回しな宗教勧誘だかものすごく遠回しな口説き文句だかさっぱりわからんことをのたまい始めたやつがいるんだけど、こいつどうしたらいいですか？それは石でも投げて追い払うしかあるまいの。失礼。クソ坊主は。あては絶望なんかしてねえ。疲れてるだけだ。何やら騒がしくなってきたな。そうね。
何かあったのかしら。銀星語ではないな。ええ。無双。焦るな。ごめん。声かけようか迷ったんだけど。うわ。お主、感情表現が苦手か？失礼いたしました。鍛錬中にて、全く気づかず。いやいや、謝るには及ぶまい。いたずら心を起こし、黙って近づいたこちらの日に決まっておるからの。しかし、鍛錬とな。口はばったい申しようでありました。かどうかは聞いてみるまでわからぬ。お若い方、いかなる鍛錬をしておられたのかな？は。いわゆる無双という理念を体得できないものかと。ほう、無双。目に頼らず、そこの葉が落ちる瞬間を悟れないか試していたのです。それは生々な修行ではなし得まい。いかにも。高みを目指して己を鍛えるのは良きことであろうがの。お主、武人として大成するが望みか？いえ。ただ必要なので。無双を体得することが必要？はい。自分には倒さねばならぬ敵がいるのです。自分よりはるかに勝る力を持った敵が。ほう。その者と戦って勝つために無双の境地を目指していると。はい。なるほどの。ご母、よろしければご助言をくださいませんか？助言か。自分ごとき盆栽にはまさに雲をつかむ心地。ちょっとあなたこんな坊さんのくせに人の悩み聞いて笑うってどういう了見よ。ことと次第によっては一発かますからね。村正、怒るな。だって傍から見れば滑稽なのは間違いない。そんなことないもの。だいたい人が真剣にやってるのを茶化すってのがおかしいでしょ。いや、全く。蝦夷の姫子の言う通り。これは節操が悪かった。この通りお許しくだされ。
頭をお上げください。助言を求めたのはこちらの勝手。ごぼうが気に病まれることは何もありません。いやいやいや。謝るなら傘くらい取りなさいってのよ。村正、いちいちごもっとも。しかし取るに取れぬ事情がござって、このことも含めてどうかご勘弁くだされ。代わりというてはなんだが、お若い方、助言をさせていただこう。は、承ります。先ほど笑うたのは、お主の修行がおかしかったわけではなくての、お主の心得違いがおかしかったのよ。心得違い？うん。何よそれ。そも無双とは何であろうかな。一切の執着を捨て去り、何も欲さず、何も求めず、心を空として世界と同化することであるかと。空は善に通ず、すべてを縁と欲する者、すべてを捨つるべし。は、色即是空、空即是色。世に万物あれど、執着すべきものはなし。わからぬかな？お主は誰かと戦うために無双を求めるのであろう？はい。執着しておるではないか。勝ちに執着するがため、執着を捨てねば至れぬ境地を求める。これは道理が通るまい。勝ちにこだわる間は決して無双に届かぬ。無双に届いた時は勝ちなどどうでもよくなっておる。いや、まこと残念だが、敵に勝つため無双を求めるというお主の修行、これは全く何の意味もない。なんと、まあ。でもムカつく。仕方ない。一発殴らせて。やめておけ。この方が忠告してくださらなかったら、俺はいつまで的外れな修行をしていたかわからん。貴重なご助言を賜りました。ご無、ありがとうございます。いやいや。さて、わしとしたことが、相手がこう率直だとただ笑ったままでは帰れぬ心地だの。いいから行きなさいよ、もう。次笑ったら本当に手か足か出ますからね。剣の剣の。では手短に済ませよう。お若い方、お主が求めるべきは無双ではない、無我であろうの。無我？うん。意味はお分かりか？辞儀を終えば、己のすべてを無にすることかと。さよう。無双が外の世界を無とする理念であれば、無我は内の己を無とする理念。これもまた善に通ずる方であろう。しかしゴモ、これもやはり自分には意味がないのでは。さて、どうであろうかな。敵に勝ちたいと言うたのう。それは全くの私欲からかな。はい。本当に私欲のみか？は。詳しい話はしないけど、いろいろと厄介な相手だから。倒した方が世の中のためではあるでしょうね。村正。もちろん。だから私たちは正義だなんて
おこがましいことを言う気はないけれど。いやいや、ここはそのおこがましさが寛容よ。お若いの、お主はその敵との戦いがまず第一に私事であるがゆえに世のためなどと称するのを恥じるのであろうが、それもまた心得違いと。無我に至らば私事も私欲もすでにない。あるのは世の大義のみ。その敵を討てと欲する世の意志のみ。お主の戦いに一辺でも大義があるなら迷うことはない。無我の境地を求めよ。お主の意志が消え去ろうとも、世の意志がお主を突き動かし敵を討つであろう。やれ、柄でもないことをほざいたものよ。お主がさような大義の武人となった暁にまず切られるはこの破壊坊主であろうにの。墓穴を掘るとはこのこと。お若い方、そのようなものになってくれるでないぞ。わしは大いに困るからの。宣告、何か騒動があった様子ですが。あれ大したこっちゃないよ。ただのコソ泥。なんか逃がしちまったみたいだけどね。ま、どうだっていい。そのコソ泥って、やたらとでっかい坊さんじゃないでしょうね。違うけど。なんだ、あいつに会ったのか？ちょっとね。あれ、あなたのお友達？そう言われると、喧嘩売ってんのかてめえと返したくなる。そんな間柄です。気が合いそうなのに、性格の悪い者同士で。本気で喧嘩売ってんなてめえ。食事中に騒ぐなら、あっち行ってちょうだい。鬱陶しいから。この足軽具足、誰の家で飯食ってるつもりなんでしょうね。それで、あいつなんか言ってた？別に。勘に触る大笑いを聞かされただけよ。お兄さん、サワラ嫌い？いえ、そのようなことはありません。そう？箸で挟んだまま固まってるから、よっぽど嫌なのかと。いい寒ザワラね。今朝取れた直送品だ。味わって食いやがれ。もちろん。ご飯が進む。おかわりもらえる？あ、はい。どうぞ。ありがとう。じゃねえ！なんであてがおめえのご飯よそってやらなきゃいけねえんだ！うるさいやつね。はいはい。じゃあもう頼みません。ミド、おかわりいる？そうだな。もらおう。はい。すまん。どうした？こういうのもいいなってちょっと思っただけ。そうか。地獄のように腹が立ちます。なんなのよあなた。頼めば怒るし、頼まなくても怒るし、わがままいっぱいすぎない？違うわ！あての怒りは正しい怒りじゃ！ねえ、分かってよ！お願いだから分かってよ！わかんないし。この子どっか行かないかしら。
おめえのさすがは剣と言わざるを得ない冷血ぶりにはちゃちゃまるさんもタジタジですよ。つうかあまりにもナチュラルな態度に騙されて今まで気づかなかったが。何？おめえ剣だろ。なんで飯食ってんだよ。いいじゃない、食べたって。せっかく肉体化してるんだから。激しく無駄な気がするんだが。そうでもないのよ。こうやって摂取した栄養素は熱量に変換して私の新金にいくらか蓄えておけるし。そうなのか。もちろん本物の肉体に比べたら変換効率はあまり良くないけどね。具体的にはどんなもん？米俵一つで普通の人間が小皿一杯分のご飯から得られる程度の熱量。謝れ！お百姓さんに謝れ！そして二度と食うな！何よ。残したって無駄になるだけでしょ？もったいないじゃない。裏庭へ捨ててダンゴムシの餌にした方がまだしも宇宙船地球号的には有意義ですよ。嫌よね。こういうへりくつを並べて意味もなく人を傷つけるやつって。あては間違ってねえ。絶対に間違ってねえ。つうかってさっきから何度叫んでるんだチキシャー。ミド？あなんかまた固まってたね。さっきからどうしたの？少々考え事がありまして。インチキ坊主に言われたこと？からかわれた節があるのも事実だが、やはりあれは忠告であり助言であったのだと思う。置いてけぼりです。ごめんなさい。そうね。ミドウがそう思うなら。謝るだけかよ。説明してくれないのかよ。あなたには関係ないもの。家主権限で仲間外れ禁止を命ずる一名かっこ悪い。というわけでお兄さん、何があったの？は英雄になれってことだね。英雄。うん。ハゲ坊主。珍しくいいこと言ったもんだ。そりゃ確かに、お兄さんに必要な助言だよ。納得いかなそうな顔やね。いえ、反対です。ご検察の通り、無我とは英雄の道。無双と同様、自分には縁遠いものと理解しました。そんなはずはないっしょ。と言われると。お兄さんはこれまでだって散々言ってきた。英雄。世間で噂になってるの知らないの？赤い武者。結構有名だよ。それは聞いたことがありますが。
自分の引き起こした事件の表層的な部分が一人歩きして生まれた風聞に過ぎません。まるで実質のない故障です。火のないところに煙は立たんからね。英雄呼ばわりされるからにはされる理由があるんだと思うよ。心外です。不愉快？はい。でもお兄さんは不愉快だからってだけで人の言葉を跳ねつけたりしないっしょ。そこに甘えて話を続けるあてなのであった。律儀者が横着者に勝てない理由を目の前で見せられてる気分ね。閣下、無論お言葉は真摯に聞かせていただきます。しかし受け入れるかどうかはまた別のこと。理にかなってない話なら聞かんよってことでしょ。要は理なんて単純明快。三段論法で話そうか。己のためではなく世のために戦うのが英雄。戦いたくないお兄さんが戦ってきたのは世の中のため。従ってお兄さんは英雄である。以上。どっか間違ってる？違います。自分の戦いはあくまで自分の都合で。お兄さんは戦いたかった？やりたくてやってたの？罪もない連中を殺したり、妹と戦ったり。それは、そういう問題では。お兄さんは本当はそんなことしたくなかった。あのガキども、あの姉妹、嫌々ながら殺しやがった。したくないけどやったんだ。それが世の中のためだから。そうしないとたくさんの人間が死ぬから。違う。ミド。ねえ、お兄さん。こいつは鉄頭鉄尾。単純明快な話なのさ。お兄さんはややこしく考えすぎてる。それじゃあいつまで経ってもお姫に勝てないよ。お兄さんはこれまで嫌なのを我慢して戦ってきた。多くの人を救ってきた。英雄の資格は十分だね。でもお姫には勝てずにいる。なんでだろう。英雄は魔王に勝つと決まってる。世界がそう望むから必ずそうなる。なのにお兄さんは勝てない。それはお兄さんが英雄になりきれていないからだよ。お兄さんは戦いたくない。本当はお姫と戦いたくない。殺したくない。心の底でそう思ってる。だから勝てない。これは当たり前。殺したくないなんて思ってたら勝てるわけないよ。技量がどうの性能がどうのなんて以前の問題だって。お兄さんはまずその迷いを捨てないと。無我。そう。自我を捨てて、個人の情を捨てて、お姫を世界の敵とだけ思う。殺さなくてはならない魔王だと認める。
英雄になるんだ。ならなきゃいけない。それはお兄さんの役目だ。そうでしょ？なぜ？あなたは銀星号の味方ではないのか？なぜそんな話をする？お姫のことは大好きだけど、味方っていうのは違うな。お姫に味方なんているわけない。味方がいたら敵もいるってことになる。で、村正の戒律は、敵味方を必ずどちらも殺させる。あてがお姫の味方なら、とっくに死んでなきゃおかしいよ。お姫は本当に、敵意なんてなしに人を殺してるんだ。それはもう分かってるでしょ？あてが味方するとすれば、むしろお兄さん。自分に？善悪相殺の戒律があるのはこっちも同じなんだけど。構わない。お兄さんが望んでくれるなら、英雄になって魔王と戦うならいいよ。一緒に行こう。あてとお兄さんとでお姫を殺そう。でも、そうね。ミロ、私を必要だって言ってくれた。これが邪魔なの？
わねばならない。切る。切る。相手は俺か。わかるのか。それだけ思われていればな。幻を相手に稽古しても今日がなかろう。さあ来い。俺の心の弱さ。それを消す。どういうことだ。お前はここにいるのか、光。お前は本当にそこにいるのか。けなげなやつめ。光。そんなにも俺に追いつきたいか。その愚直な執念は愛おしい。八幡宮であれを見せてやった甲斐もある。お前には分かっているのか、俺が何をしていたか。一口に言えば明鏡止水。雑念を捨て去り、光をより深く近しく感じ取ろうとしたのであろう。わかるさ。お前の心の動きをつかむくらい、姫椿の先頃を読むよりもたやすい。あと2日だな。俺にはお前がわからなかった。焦るでない。
光はここにいる。お前を置いて逃げたりはしない。お前が来るのを待っている。これは何だ。これは何だ。俺はお前を殺さなくてはならない。すぐに、今この瞬間に。苦しむか、影明。光は業深い。お前の苦しみを甘露のように感じている。だが、やはり、そんなお前を見るのは辛いと、そう感じる部分もある。よかろう、影明。お前の苦しみを拭ってやる。光がわからないと言ったな。わかるようにしてやろう。お前の雑念、力ずくで払ってくれる。それは波の結晶だ。これだけあればお前にも効くだろう。お前の雑念とは、トドのつまり下界すべて。いずれ光が破壊するものだが、それまで待てぬなら、そんなものを感じぬ心になれ。これはお前の心から欲求以外のすべてを駆逐する。お前の望みが光るなら、光のことだけを考えられるようになるだろう。よせ！案ずるな、一時のことだ。お前の心にこのようなやり方で干渉するのは、光としても本意ではない。お前を悩ませ苦しめる世界に終末が来た後で元に戻そう。その時の訪れを静かな心で待っているがいい。村正！影明の村正。邪魔立てする気か。むしろ、邪魔をしない理由があったら教えてほしいんだけど。私の視点から離れなさい。おお。
影明を導く役には立ってくれたが、もういらぬ。砕けて散って壊れてしまえ。やめろ光！影明、村正を潰せば俺はお前を許せなくなる。止めねば。ミド、良いのか？良いのかとはどういう意味だ、村正。わからぬか？そうよな。これは何には馴染まぬもの。早く言え。お前こそわからないのか。俺の臓腑が今どれほど煮えているか。わかるから止めた。ミド、それよ。何？なれは今、敵意を抱いているぞ。ここでそれを壊せば、引き換えに失うものが何か。ミド、ナレには自明であろう。ミド、大丈夫？なんか変なことされてない？ああ、お前が来てくれたおかげで助かった。ありがとう。いいのよ。お前も無事でよかった。ええ、今日のところはカカ様に感謝しないといけないのかしら。どうだろうな。お姫、今日もいたんだね。フォーリンダウンレイディバグコンパクト。やつあたりが痛すぎる。ふんまんやる方ない。朝は腐れ坊主のセクハラ、昼はヘボ剣のいじめときて、とどめに今挨拶しただけでボコられてしまったあても、どこに怒りをぶつけりゃいいんだかもうさっぱりわかりません。わざとらしくそ知らぬ顔をするからだ。お前はどうせ全て聞こえていたのだろう。まあ一応ね。影明め、たやすくよその女に気を許して、俺が敵意を抱かねばならぬ一個人など、父を奪った張本人たる母だけと思っていたが、よもやこんな始末になろうとはな。はあ、あれを女だって素直に認めるんだ、お姫は。当然だろう。あれが女以外のなんだ？剣だよ。
人間の女、蝦夷の女、剣の女。女は女だ。ごもっとも。それで、どうすんの？どうもこうもない。歯を遂げれば光の望みは全て叶う。それまで苛立ちの種を一つ抱え込むだけだ。最終的に奪われたもの全てを取り戻せるのなら、途中経過には肯定するまい。そっか。ふん。ならさ。それ、当てにくれない？それ？ああ、これか。作ったはいいが無駄になった。欲しいのか？うん。もしかしたら、使うチャンスがあるかも。今日は少しばかり疲労した。あれこれとあったしね。休んだ方がいいんじゃない？また変なのが来る前に。そうしよう。どうしたの？草花の香り。そこの花瓶に生けてある花でしょ？それもある。もう？あと一種。これは、軍にいた頃に嗅いだものだ。同じ隊の、会津出身の上等兵がよく使っていた。自家製の薬。植物から作る、血止めの香薬。その匂いだ。村正、熱源探査。了解。そこの棚の裏！ここの人間ではないか。まあ、それはわざわざ確認しなくてもいいでしょうね。状況的に。そうだろうか。え？掃除婦の方が念入りな仕事の最中だったという万一の可能性は。無理よ。この格好で掃除婦ってどういう衝撃の展開なの？怒り対策。無理よ。なぶるかゲロどもが。怒ってるじゃないの。なぜだろう。掃除婦に間違われたからといって怒りを覚える必要はないと思うのだが。そういう問題じゃないし。っていうかミド、あなたまさか本気で掃除婦だと思ってたわけ？無茶を言うな。どう見ても単に不審人物だ。村正、冗談は時と場合を選べ。この後に及んで命妙がは願わん。望み通り死に花一つ咲かせてくれるわ。だがメイドの土産は高くつくぞ。
無益です。無益なものか。貴様ら山犬を幾匹かでも道連れにすれば、それだけ世の民が過ごしやすくなる。繰り返しますが、無益です。あなたの敵が六原なら、ここで戦う意味は全く存在しません。何？動かれぬよう、せっかく塞いだ傷口が開きます。察するところ、相当の負荷で、顔色を見るに血液の喪失量も甚だしい。出血が再び始まれば、生命を脅かすことは確実です。騒ぎとなり、人を集めてしまうのも不都合でしょう。どうか、身体は慎重に。貴様は何者だ？答える気はないか？いえ、失礼。返答を探すのに少々迷いました。自分は港景明と申します。ゆえあって、堀越久保のもとに身を置いている居候のようなものです。居候？としか言いようのない立場です。本当にそうね。六原にも堀越久保にも仕えてはおらぬと。神職の恩義はあります。しかし主従の間柄ではありません。俺をどうする気だ？あなたは今日の午前中、ここで何かの騒動を起こし、追われていた人物ですね。外へ逃げたと見せかけて内部に潜み、深夜を待っていた。なるほど。屋敷を脱しても堀越の軍艦区、闇雲に逃走するよりその方が確実か。久保府などへ忍び込んで、その目的が単に物取りということはないでしょう。あなたは何のために参られたのですか？物取りだ。そうですか。動けますか？ああ。村正、お前が先導してくれ。わかった。先行して安全を確保。連絡を送ればいいのね。どうするつもりだ？しばらくお待ちください。夜とはいえ、誰もが寝静まるにはまだ早い時間です。気をつけてお行きください。うん。では。待たれよ。はい。失礼だが、今一度名を聞かせていただけまいか。港景明です。こちらは村正。それがしは黒の瀬と呼ばれている。黒の瀬。
司祭あって実の生命は名乗れぬ。許されたい。察しております。世話になった。この恩義は胸に刻んでおく。ごめん。今日は本当に疲れる日ね。まったくだな。だから早く寝なさいって言ったのよ。その暇もなかっただろう。ここはあなたの夢の中。どなたでしょうか。私はあなたの剣、村正のせいです。嘘だ。いろいろと間違えたようだ。お姫、何やってんの？こんな屋根の上なんかで。ちゃちゃまるか。いや何。一度影明の女性志向や恋愛観を詳しく調べてみようと思ってな。あちらの村正に悟られない程度の弱い神器で夢を操り、探り出そうと試みているのだが。なんかもう何でもありですね、その力。なかなかうまくいかん。思った以上に多面的な制御と調整がいる。向こうに邪魔者がいなければ簡単なのだが。どうしたものかな。あんたもご苦労っすね。慣れた。そうだ、ちょうどいい。ちゃちゃまる、お前が手伝え。お手が？よし、今度はうまくいっている。にしても学生ネタなんすね。じゃあ、ここからは王道で？無論。大変遅刻しちゃう。何事もなくすれ違ってしまいましたが。当然だ。影明の技量をもってすればあの程度の突進、目をつむっていてもかわせるはず。そういう問題だったのこれ。いや、趣旨とはだいぶ違うな。何の調査にもなってないし。次へ行くぞ。こら！お前は遅刻だ！こっちへ来い！そんな！先生許して！残念だったな。今日まで無遅刻解禁だったのにな。成績の悪いお前が唯一の取り柄までなくしちまったら就職も進学もできないってのに。ああ、かわいそうに。遅刻ったって2秒か3秒だろ。見逃してやればいいのにさ。そう思うならお前弁護してやれよ。やだよ。あの陰険教師に目をつけられたら終わりだぜ。何のドラマも発生しませんね。なるほど。そういうことか。お姫？遅刻は遅刻。やはり遅刻した者が悪い。表面的な印象だけで教師を悪とみなすのは間違っている。遅刻したのに正しい処罰を受けず、不当に助けられてしまえば、その経験は必ず女学生の人生によからぬ影を落とすだろう。
影明はそこまで考えたのだな。さすが凡俗とは一味違う。温情と甘やかしの間に明確な区分線を引くことのできる男よ。おお、ではあたかも見捨てられたかに思えたあの女子学生、実はお兄さんの決断で人生を救われていたわけですね。その通り。いい話ですいい話だとも。で、アテラの本題はどこ行きましたか？どっか行ってしまったな。仕方ない。別の角度からまたやってみよう。あら、おはよう港くん。これは学生会長。おはようございます。こんな時間にカバンを持って歩いてるってことは、また遅刻ギリギリ？相変わらずだらしのない人なのね。返す言葉もございません。遅刻は多い。成績は下から数えた方が早い。一度きりの学生生活をそんな風にふぬけて過ごして恥ずかしいとは思わないのかしら。切に思います。私、あなたみたいにダラダラと生きている人って嫌いなのよ。当然かと。下級生の模範になるよう、もっとしっかりした生活を心がけなさい。何？文句でもあるの？全くありません。ドラマになんねっすよ。どうやら厳しい性格の年上女と影明とは相性が悪いようだな。見方によっては最高なんでしょうけどね。反目し合う間柄からふとしたきっかけで急接近とか、そういう恋愛劇が芽生える余地はまるで皆無っすね。今度は逆方向から当たってみるか。影明ちゃんだ。おはようございます。寒いね。冬ですから。雪降らないかな。そろそろかと。雪って綺麗だよね。はい。ふわふわのクリームみたい。もしかしたら本当にクリームなのかも。神様が食べてるケーキのかけらなのかも。それがポロポロ落ちてきてるんだよ。きっとそうだよ。神様だって甘いお菓子が大好きなはずだし。でもたくさんこぼしちゃうなんて、神様は食べるの下手なのかな。君は何を言っているんだ。それともまだ子供なのかな。神様のお母さんに怒られてるのかもね。影明ちゃんはどう思う？どう思うと言われても。雪早く降らないかな。ねえ、降ったら一緒に食べてみようよ。美味しいかも。影明ちゃん、どうしたの？いいんだ。君はもう何も考えなくていい。きっとこれまで辛いことも多かったろう。だが君は何も恥じなくてよいのだ。病気は君の罪ではないのだから。病気？さあ、行こう。違うドラマが始まってしまったな。狙った方向性はなんとなくわかるんすけどね。ちょっと極端すぎたのが敗因ですかね。ならばこうだ。ねえ、港くん。はい。何か？お昼はこれから？そうです。お弁当じゃないのよねえ、港くんは。はい、食堂か売店です。そう。
弁当を。違うのよ、そうじゃなくて。何がですか？これはね、本当は部活の友達に作ってきたんだけど、その子が今日は休んじゃって、捨てるのももったいないし、そしたらたまたま湊くんがいたから、もしよければ食べてもらおうかなって、それだけなの。なるほど。事情は了解いたしました。食べてくれる？ありがたくいただきます。そう。じゃあ、どうぞ。でも勘違いしないでよね。別にあなたのために作ったんじゃないんだから。はい。それは無論。本当なんだからね。本当に違うんだから。わかりました。いや、むしろ正しい理解を。ダメだ。あらゆるロマンスアクションが影明という男には通用しない。かくなる上は発想の転換だ。影明の方から行動を起こさせてやる。お姫、それは。どこかミステリアス。なぜか守ってあげたくなる。何もしないのに何かを感じる。いわば恋愛戦におけるノーガード戦法。無口っ子ですね。くらえ影明。実は予想していたが全く予想の通りとはかえって恐れ入ったぞ影明。なんかもう勝てる気しないっす。お姫、次はどうするの？影明に行動の自由を与えすぎたことが誤りだったのかもしれん。ずっと？ねえ影明くん、一緒に帰らない？一緒に？昔みたいに。ここで割り込み。割り込み？選択肢挿入。選択